どうもどうも、こんばんだ。皆さん、お疲れ様です。どうもどうも。今日もまったり、リバイバル配信やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、水曜日なんで、時間イベ、昼イベ等はね、何もない日なんでね、まったり、本当に雑談メインで、普段ね、あまりできないこととかも含めてやっていきたいと思います。合間合間にね、終わってない何かデイリーとか残響とか、そういうのがあれば、お手伝いもね、間に挟んでいきたいと思いますので、もしあればお気軽にお声掛けください。質問なども受け付けております。ということで、やっていきたいと思います。ちょっとね、昨日体調悪くてね、バタバタしたり、突然来客があったり、慌ただしい配信だったんですけどね。今日はね、わりかし体調も落ち着いているので、まアクシデントもなく、まったりとやっていきたいと思っております。はい。ってなわけでね、始めていきたいんですけど、まあ普段とちょっと背景が違うなっていうのにお気づきいただけたでしょうか。今までね、裏でこっそり作っていた新築、そして足りない素材等も集め回り、一応ね、ベースとなるお家が完成しました。長かった。あ、マネキンさんいらっしゃい。お疲れ様です。いらっしゃい。一番手。今日はね、水曜日でほぼほぼ時間制限のね、イベントとかも何もないので、まったり雑談しながらいろいろとやっていきたいと思います。ということでね、最初はね、お家の紹介からやろうかなと思っております。今後ね、家具とかね、いろいろ増えたら改良していきたい箇所はあるんですが、一応形が完成しました。あとででででん、じゃん。裏舞台で表舞台でこれが実装しましたね。今日こっそり、実はやってたんだよね、これ。見に行きます、おいで。で、本当はね、この、お家の周りに外周に、プールの床をね、置きたかったんだけど、パンダ自身はそれを買ってないから、設置できなかったんだよ。だから、そこだけ急遽削除して、このお家を作ったんだけど、まあ、パンダもそのうち買ったら、もしくはシャイメイトサムに置いてって言って置いてもらおうかなと思います。で、新しく追加されてた、シェルター11から13までの新しい家具、まだ設計図開放してないやつもあるんでね、それもまた材料が集まり次第ね、追加していきたいと思っているんですが、すんごいね、すんげえやつ当たったんだよね。ランダムの家具ガチャ回したらね、すんげえの当たったんだよ。ジフゾジフゾ2つ。とリリア。これ何かって言ったら、ね、どこだ。あ、リリアさんはこれ。リリアの壁にかける自画像みたいな絵があって、で、このジフ像っていうのはこのトナカイさんみたいな。これよくさ、昔の洋館とかにあるやつだよね。で、鹿の角を曲げると扉が隠し扉開いたりとかさ。これがね、2つあるんだよね。これガッチのガゼルってやつは当たんなかったんだよな。これもね、ちょっと作っていきたいんだけど、いろいろと素材がね、まだね。こっちは作れるか、集めに行けば。ただ、ラテックスまだね、使いたくないから、ちょっと、そういうのは後回しにしていきたいかなと思っております。まあ、とりあえずね、ちょっと、横幅全開まで使った感じで、あ、アッキーさんもおる。作らせていただいてね。やっと完成まで
追ってこれましたね。いい感じ。ちょっと奥行きがあって広く見えるよね、これ。これ実はさ、ここ、トイレがここにあって、これトイレ。本当はもっと広くしようと思ったんだけど、倉庫をね、倉庫の容量を、マックス、あ、足りなく減ってる。8減ってるわ。何か減らしちゃったわ。ここをね、線にするために、実はこっち側この左側に、裏に空洞があって、そこに収納関係もうぶち込んでます。で、一切表側に収納系を置いてない。少し置いてるか。ここにキッチンみたいなの置いてるけど、それ以外置いてない。もうぶち込んじゃってます。それ代わりこう2階からなんかこう、寝室関係が始まって、ここ寝るとこがあったり、で、ここを見ると段差になってて、上がると、ちょっとここがね、吹き抜けみたいになってるよ。至るところからクジラさんがね、こんにちはしてるけど。本当はね、ここも吹き抜けだったんだよね。ただこのさ、せっかくこれ、このお菓子という飴玉っていうかさ、このシャンデリアみたいなのあるからつけたくて、でも何回ともつけられないから何かすんのかなと思ったらでかすぎてつけられなかっただけだったんだよね。だからしょうがないから、ここ吹き抜けの上に天井ちょっとだけ追加してつけました。だから床抜いてもいい気がするけどな、これ。空中抜かせて。あ、そうしようか。そうしよう。こいつさ、空中に浮かせる感じにしようか。もう置いたもん勝ちだからね、これね。ほら、置いたもん勝ち。めっちゃいいじゃん。置いたもん勝ちだよ。乗れんのかな、これ。あ、乗れた。乗れる、ここ。いいね、ここ。で、このお家、一番上まで登っても、こう段差で吹き抜けになってるから、結構早めに降りれるんだよね。ここからもすぐぴょんと飛び乗れれば、すぐ降りれるから、いちいち全部階段を降りなくても下まで降りれるっていう、結構楽な仕様となっております。あとは家具が増え次第ね、いろいろなところに追加してね、もっと良さげな感じにしていきたいなと思ってはいるんだけど、ただね、ちょっとね、残念なことがさ、このお家さ、もともとのお家の時はできてたんだけど、あのなんていうかな、家からその階段でこう直通っていうか、移動できるようにしてたのね。で、何に移動できたっていうか、それは、この隣に洞窟を作ったわけよ。こっからも行けるんだけど、本当はここにさ、ここら辺に階段作って階段で行けるようにしてたんだよね。だから今回の使用上、ここに今はまだないけど、プールを作って、道を作る予定だから、階段を外したんだよ。だから外側からよじ登っていくしかないっていうね。そう。ここに、本当は階段があったの。で、今、ここに、この噴水があるとこも全部、プールの床で埋まる予定なんだよね。で、水だけ出てるような感じに。そしたら、多分、階段まだ作れるのかな、多分。で、ここ行くと、お隣さんに侵入できるんよ。
ってここら辺地味に登れるから、あれ登れなくなってる。侵入経路作ったんだけどな。なんか、登れる岩がなくなったぞ。あれなくなった。後で追加してなきゃ。お隣のね、金持ちのお家があるので、こっちに侵入して遊んだり。この島全体がね、基本的にね、サマーガチャをしてる人ならわかると思うんだけど、島装飾のゴージャスと、ベーシックというサンゴのやつがね、至るところいっぱいあるんよ。もうみんな金持ちだから。だからこういうイルカがくるくる回ってるやつとか、このサメの顔をモチーフにした入り口みたいなやつとか、めちゃくちゃね、あっちこっちにみんな持ってんだよね。まだ売ってるよ、かろうじて。大型水槽はもうなくなっちゃったけど、まだ装飾品の方は残ってるはず。高いだけで。まだあるでしょ。まだある。しかも値段やっぱ上がったね。一回下がったけどまだ上がったね。いや、安くて90万。デラックスは90万で、ベーシックはまあ落ちたっていうか、最安で30何万ぐらいだったけど、ちょっと高いか。これは48万以上上がることはないだろうけど、こっちだけあってもなっていう感じだよね。まあ俺これ買ったら、洞窟の中に入れたいんだけど、なかなか使えないっていうね。そろそろいらっしゃい。お昼残業をご一緒させてもらいました。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいて。今、パンダの新しいお家がね、大体の外観が完成したので今紹介してました。なんかパンダのうちほぼ見えなくないこれ。ほぼ消えてる。パンダのうちほぼ消えてるね。今さっき、初お披露目したばっかり。パンダのおうち。これ。ちなみに今見えたこの隣のお家が、M 君のお家です。パンダのお家から侵入できるようになってるから。なんか高さ変わったと、ジャンプの。なんか変わったな、多分。判定が変わったのかもね、もしかしたら。なんか、いろいろ、道行けなくなったりするからさ、最近、さ、何も見えない壁があったり、つまずいたりして、結構行けない場所いっぱいあるから、ちょっと修正しなきゃいけないかもしれない。この金持ちのお家が、金持ちの豪邸の主が M 君です。今いないけど。今不在中です。不在だけどね。もうめっちゃお金かかってるから、このお家。このお家はめっちゃお金かかってるからね。もう金目のものしかないからね。どうぞ、金目のものしかないから、好きに持ってってください。まあ、ちょっと1個や2個ね、多分なくなっても気にしないと思うから。みんなもう金持ちしかいないから、ここ。パンダのお家が一番シンプルだよね。みんなさ、有料の課金建築のやつをベースにしてるけど、パンダ頑張って作ってるからね。で、こっちに行くと、またね、別の金持ちがいるんだよ。ほら、お城みたいなや。パンダもこういうお城みたいなの作りたいんだけど、これを作るにはやっぱり課金建築のやつ買わなきゃいけないんだよ。この透明のさ、階層いいよね。めっちゃね、にゃんことワンコがいっぱいいる。うわ、めっちゃクマいる。いいな、クマ。クマがめっちゃ解放してるじゃん。
パンダもこれこういう風にしたいんだよね。まだクマがいないんだよ。だから。ヴィーナスガチャを回して、紫ウニを当てなきゃいけないから、パンダもこういう風にクマをいっぱい並べたいんけど、クマさんまだね、2体しかない。一応ね、もう1体買う分はウニさんいるんだけど、まだね、どこに配置するか決めてないから、ただ1体だけやってもね、おかしくなっちゃうから、まあ2体分集まったら交換して配置していくって感じかな。ちなみにこのお家は、アッキーさんのお家です。金持ちのお家。パンダのね、シェアメイトの木さんはね、最近忙しくてね、多分ね、なかなかできてないんかな。だからパンダが一人でね、材料集めてね、頑張ったからちょっとこれ、帰ってきたらこき使ってやろうと思います。一人で黙々と集めてたからな、マジで。まあ、こんな感じですね、お家は。そんで今日はね、結構やることいっぱいあって、余ったスタミナで、とりあえず、今後ね、防具厳選をしなきゃいけないから、まあ、防具ジョブの、布をね、作るための、要は結局伐採をいっぱいしなきゃいけないんで、伐採をしないといけないのと、あとエリート洗浄と、エデン。まあ、エデンとかは単純にグラナイトメダル用なんだけど、まあ、先でエデン行こうかな。あんまり遅いと、またね、クリアできない、ひたすらキルされまくるっていう事態になっちゃうから、先にエデンを終わらせてしまおうか。マネキンさん、エデン終わった？誰かエデン行く？あとね、VR がずーっと99で止まってて、全然クリアできないんよ。だからせめて100回までは終わらせたくて、それもちょっと今日やろうかな。普段ね、バタバタしてるとやる時間あんまないけど、今日、次元イベント系がないから、めっちゃ時間有り余ってるんよ。じゃあ、マネキンさん招待するか。そらさん遊び行くエデン。おらんかな？あ、インしてない。了解了解。ではでは、エデンに旅立つおうか。この前、配信中にエデン行ったら、もうね、ポイント貯まるたんびに、いや、1個しかないじゃん。しかも赤い、いるじゃん、もう。今日もあれじゃないか。今日もやられてしまうかもしれない。あ、しかも120秒後。これは集めてささっと行きたいな。録画見た？で、もうね、限界を感じてね、昼目に助けてって言って呼んだら、なんか相手はフルパだったらしい。なんていうの？あの、ガチガチに課金した4人組が、なんか周りをね、キルして歩いてたらしいよ。そりゃ無理よ。そりゃ無理ですよ。もう、だって全然減らないもん。
テータスの差がありすぎてさ、終わった。宝箱どうぞ。宝箱。マネキンさん宝箱いらないの？これこれこれ。一番近いとこどこ？あ、これか。よし、行くぞ。逃げるぞ。でもなんか、あれだね。今日は終われない感じかな。これから来んのかな。さっき赤かったからいるはずなんだけどな。え、でも死体あるな。死体転がってるな。あれはひどすぎるって。二人いた？線溜まってから切る繰り返し。あれは悩ましい。そうそう、近づいてくのはわかるからな。待って。これ終わってからだったら別にいいのよ。いくらでも来てもらって。よし、終わった。あれマネキンさんあれ、スキャンした？あれ、いなくね？あれもう帰った？姿が見えん。姿が見えませんな。しれっと乗ってるからな。あ、楽ちん楽ちん。楽ちん楽ちん。今日のエデンは平和でした。平和。今日のエデンは平和でしたよ。さあ、マネキンさんも、あれ PC だよね。どっちかできないかな。ビーナス。G。せっかく二人いるから、iPad。あ、そしたらワンチャン、あれだ、マネキンさんがパーティー作って誘ってくれたらいけるかもしれん。ビーナス。マネキンさん、あれ、このパーティー消してさ、作って招待して。そう、俺が作ったパーティーは全部 PC サーバーになっちゃうから、マネキンさんが作ると、スマホサーバー兼ちょっと PC 侵食されたサーバーになるから、ワンチャンいけるんよ。ワンチャン。俺全然マッチングしないからさ、超新星2で止まってるんだよね。で、この前スマホでやったらマッチングしたんだけど、なんかこう重くて、全然動けないままただ単にやられるだけみたいな。みたいな。もうありえないくらいなんか動けなくて。だからもうね、ダメだなと思った。ででん。マッチングしないかな。俺、ヴィーナス今、超新星、このまま負けたがちょっと下がったけど、3はね、もうすぐなんだよ。
もうすぐって言っても、あと9回勝たなきゃいけないけど。でも報酬的にはあんま変わんないからな。640。600。うん、うん。あんまり変わらんね。でももらえるもんはもらいたいからな。やっぱこの、今の現状だとやっぱり iPad でやるのが一番最適性だよね。ただ今更 iPad になったところで多分操作できんから変わんないと思うけど俺は。ダメか。ダメかっていうかこの時間帯そもそもいねえかまだ。ダメそうだね。まあ今日はね気軽にまったり雑談しながらね、のびのびとやりたいと思うんで、もし質問等あればお気軽にコメント欄でしてくれたらお答えします。この時間はまだスマホでも厳しい。厳しい。やめよう。やめよう。そしたら、パンダが、あれだね。ボロンボロンにやられる大使に切り替えようか。離脱。あの、VR 終わってないからさ、マジでこの、全然クリアできる気配がないんだよね。回復系連れてきゃいいのかな。攻撃系。うーん。なんかな全然クリアできないんだよね。あ、ちょっと。ミニバース連れてく。それかジェミニとか連れてく。戦力的ではいけるはずなんだけどさ。とりあえず、こいつらをまず一掃してさっさと倒して、で、HP の極力減らさないようにしながら倒していく。で、こいつらも倒す。頭がなかった。危ない危ね。青。なんでどうやって倒せばいいんだろうな。回復。
みんな何で倒してんのこいつ。バトルレポート。おすすめパーティー。一緒じゃん。渦か。レンジャー2体ね、ここ。レンジャー2体いるんですけど、ここに。レンジャー2体とかできるの？そうなったら、ここを、レンジャー。回復系が欲しいよね。シード回復。防御より回復。もう一回行ってみよう。始まった。多分ここはここはできるだけ早くなんだよね。あ、食らいすぎた。ダメだ。コギーちゃん外したらダメだった。コギーちゃん外したらもう速攻死んだわ。ダメだ。コギーちゃん外しちゃいけなかった。瞬殺された。コギーちゃんのシールドは偉大でした。マジで。びっくりした今。めっちゃ一瞬でヒュン出てた。持ってかれた。何今の？あとこいつ倒して、遠くで倒して、できるだけ HP を減らさないように減っちゃったな、でも。ここで使わずに1個頑張って。いでここ行ったよ。いでいたあそこをどうやって越えよう。うわ、めっちゃくれた。
やばい、HP がやばい。時間が使っちゃうとな。どうやんなこれ。移動できない触手を優先し倒しましょう。そんなこと言われてもな。氷でいけばいいのか。氷でいけばなんとかなる。疑問99。わりかしでも99みんなクリアしてるんだよね。あとさ、なんかいいご飯ねえかな。いいご飯。例えば HP がさ、自動回復してくるやつとか、シールドが回復してくれるやつとかさ。ここってさ、あれ、バフ飯食べたいのって有効なの？今食べたことないんだけどさ、VR で。有効か。そしたら、シールド回復速度。最大シールド。応援ビスケット。懐かしいな。でも、シールドはでも、フロストで回復できるから、やっぱ HP 回復食べてっか。最大 HP を回復。おやつサラダ。健康度回復と、これ、満腹といらないから1個いらないか。一緒だよね。0.49。上がった。上がんのか。よし、これ1個食べて、よし。こいつ食べて、
待って。なんでお腹壊すのこんな大事な局面で。猫怖っ。なんか目玉ギョロっとしてる。行くぞ行くぞ。時間がない。じゃなかった。これで回復してくれたらまださ、ワンチャンあんじゃないか。あれなんか違かったな。なんか違かったぞ。さっきと動きが全然違くなったぞ。回復はしてたけど。なんかちょっと話が変わってきたな、今。そう。で、ここで回復しながら、あ、HP 回復しなくね。これ使うか。おお、あわかった。何の共感もしていないセラフィムさん出動だね、これ。これは出動です。めっちゃいい感じ。無敵中っていうか、無敵中にもうガンガン倒してもらうしかない、これは。もうゴリ押しでいくわ。痛い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 。
あ、消えたあ、バフ消えてたのねバフが消えてたのね。じゃあ次はシールド強化の、シールド回復、最大シールド。最大シールドでいってみようか。小麦、ベリーないかも。あった。ベリー、水サンドペッパー。水。火ダメージ軽減もついてるじゃん。最高じゃねこれ。ダイヨシチャンネルさんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。ゆっくりしてってください。今日は水曜日でほぼほぼ忙しいイベントとかないので、まったり雑談しながら、普段できないことをやっております。そして今、めちゃくちゃ死んでます。これならいけそうじゃない？火ダメージ軽減とさ、シールド。これならワンチャンいけそう。今度これ食べよう。これならワンチャンあれやろ。これならいけるべ。さすがに。よし、行くぞ。今度こそ、99回。突撃。でもやっぱ割りかし氷いい感じだったね、でもね。あ、間違ったミスった敵がいなかったまだ。やばい。なんかたまんの遅くね？なんかさっき食らってんな。なんで？あんなさ、PVP 用の食事とか取ってます？ PVP を今最近全然してないから何も食べてない。PVE は爆飯食べてるけど。なんか全然、シールド、このご飯なんか全然いけなかったぞ、さっきより。基本、根気アップと余ダメージアップがついてるやつ食べてやってますね。VL 戦はね、何も食べてこなかったんだけど、そろそろもう限界なので食べてました、今。いや、PVP やりたいんだけど、PC サーバーで全然できないの。データとかヴィーナスが。やりたいけどできないってやつだね。だから治ってくれないかなとは思ってるんだけど。困ってるんです。なんかさっきよりダメだな。なんか。
あれなんかさっきより、火ダメ軽減ついてるのに、火ダメが痛くなったけど。なんでなんでなん待って、さらにこいつを消して、回復してもらいながら行ったらワンチャン変わる。PVP やりたいな。まだヴィーナスが超新星2で止まってるから早く上げたいのに全然マッチしないからできないの。運営も PVP はスマホで言ってましたね。いや、なんかバグとかなんかもうどうしようもないシステム的な不具合があって、それが直せないよって言うんだったら、まあワンチャンその回答もありかと思うけど、なんだろう。クロスサーバーでしたら大丈夫ですってもともと回答してて、現在クロスサーバーですって言ってる上でのマッチングしないんだったら、何してんねんってなっちゃう。あそらさん、ありがとう。お疲れ様です。ありがとう。じゃあなんで実装したんってなってる。そもそもできてたんだよ。そもそも最初できてて、それがなんかランクが上がるたんびにどん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 こう、なんだろうね、ランクを上げてる人と上げてない人の差で、マッチがしづらくなってくのはわかるけど、マッチしてたのが、今マッチしなくなってんだよね。まあ、全体的に人口が減ったのかもしれないけど。そんで一回、なんかバグでさ、スマホと PC が完全に一緒になっちゃって、すんげえマッチングする時があって、で、その状態でマッチングするんだったら、そうしたらいいじゃんって正直思ってるんだけど、何かなんだろう、オンオフ切り替えができるような何か仕組みを作って、その PC とマッチングしたくない人はオフにすればいいし、みたいな。そういうのやればいいと思うんだよね。なんかいくらその PC とさ、スマホでその性能下がると言ったとして、スマホの方でそのエイムとかアシストが入ってるわけだからさ、それを踏まえて、なんかやりたくないとか言うんだったらやらなきゃいいじゃんって思う。PVP 要素がベイじゃないしね。ただ PVP 要素をなくしちゃうと、せっかく性能とか強化しても、試すところから遺伝しかなくなっちゃって、結果、初心者の方とかの DD とかを妨げてる現状に繋がってるわけだからさ。なんでやんないんだろうね。ほんと。やってほしいんだよな、俺は。まあ、言ったところでさ、作ってる運営さんの方でさ、何か原因があるかもしれんからさ。あれなんだけど、最近インタビュー頻繁にやってるぐらいだから、多分、うまく受け止めてはいると思うんだよね。そうそう、厳しすぎる。逆に、その PC でやってる人に対して、スマホに行くっていうこと自体が、まず意味わかんないんだよ。スマホメインで、あ、死んだ。なんか、スマホをメインにするんだったら、じゃあなんで PC でできるようにしたのっていう。そもそもスマホ限定のゲームにしたらよかったじゃんっていう。他のゲームもなんか、完全にさ、スマホ向けに作られてて、PC で一応できるけど、PC だったらなんか全然、なんだろう、思うように操作すらできないみたいな感じだといろいろ撤退してる人もいっぱいいるけど、そういうんだったら、スマホ向けのコンテンツと PC 向けのコンテンツ分けたらいいじゃんって思っちゃうよね。スマホユーザーはこちら、PC ユーザーはこちらみたいな。そしたらそもそもぶつかることもないわけだからさ、スマホユーザーはこっちで、スマホだけの人でやって、PC ユーザーはここでって。で、他のエリートとか他のコンテンツがクロスプレイで完全にスマホと PC の人が一緒にできるコンテンツになってるよ、的なので良かったと思うんだよ。まあ、制作費用のお金かかるかもしれんし、めんどくさいかもしれんし、もしかしたらすでに今、制作入ってて、何か作ってるかもしれんけど、
それまでの間、どうすんのっていう。めちゃくちゃモチベーション落ちてるから、それで。本当はもっとやりたいんだよね。個人的に。強化とか頑張って、なんか少しずつ、なんだろう、強くなってきて、一番最初の頃はめちゃくちゃ死にまくってたけど、今やったら少しは戦えるかな、みたいな、その、成長の実感を味わいたいと個人的に思ってるけど、なかなかできないっていうね、この現状。あ、奥さんお疲れ様。おひさ、おひさ。だいぶおひさな感じ。奥さんいない間に、変えといたから。だから今日変えたんだけど、さっき。奥さんがいない間、パンダ一人で、足りない素材めちゃくちゃ集めたから、木さん、使用人担当ね、もう。めちゃくちゃ大変だったからね。ファイル数何千個とか、メンタル飛び出るかと思った。粘土とか500個とかさ。でも、ちょっと木さん、このさ、ここの噴水があるとこにさ、プール引いてほしいんよ。この字に、後ろぐるーっと回って。この正面のここの部分だけ何もなしで、この噴水があるところから、ずーっとこの字に、プールの板を引いてほしい。それ用に作ったんだけど、パンダが持ってないから、それできなかったんよ、それが。だから、モクさん持ってるから、確か。持ってるよね、モクさん。なんか持ってた気がするんだよな。プールの板あったから、この前見たときに。俺作れないからさ、これ。そもそも、プールの板が生産できないやつだったら、この案は不採用なのよ。不採用。そしたら俺、別のやつやるけど。あ、こっちは違う違う違う。ずっとこれ、ここずーっとぐるーって、ぐるーって。もう一周、半周回る感じ。この噴水がスタートで、この空いてるスペース全部、これ一周回るの、ここ。だから、噴水から始まって噴水で終わるみたいな。マジ。VR90 機俺クリアできないんだけど、どうしよう。どうしようかな。あ、アンセムさんいらっしゃい。ばんは、ばんは、ばんは。大吉さん、PC 勢 VS スマホ勢はパワーバランス悪そう。確かにそれはある。PC 勢1のスマホ勢3とか固定でバランス組むようにしてくれた。でもね、あの、最初さ、その PC の人とスマホの人でなんか違うって言ってたから、俺もそう思ってたんだけど、ぶっちゃけ、その操作性って考えたら、スマホ版ってさ、iPad が存在するじゃん。タブレットとか。その、普通のスマホと PC でも、その、オートエイムとかあって、だからエイムアシストみたいなのあるじゃん。自動的に標準合わせたら打ってくれるってやつ。あれをちゃんとオンにしてて使いこなせる人だったら、PC よりだいぶ射撃早いんだよね。だからあれで全然カバーできるんだけど、ただ iPad と PC ってなったら PC の方が操作性断然いいのよ。結構みんなそれやってて切り替えてる人いるくらいそうな、めっちゃ、その間のその性能差を埋めてくれてるっていうか、だから使ってる端末によって違うから、なんか全部が全部 PC がなんか性能差があるからダメだよっていうわけでもない感じなんだよね。オートエイムパッドってそんな操作性
結構ね、俺やったことあるけど、一応スマホはあるから、確かにね、さ、どっか壁際とかに隠れて、ずっと銃構えてると、そこに敵が来たら勝手に撃ってくれるんだよね、銃を。だから自分が反応できなくても銃が勝手に撃ってくれるから、あれをちゃんと使いこなせてんだったら、だいぶ強いと思う。ましてや今なんかスズメダイが横行してて、スマホでスズメダイ使ってそれをオンにしてると、結局逃げ回ってるわけじゃん。みんなスズメダイドローン出して。なくなったの？俺、言われて見に行ったらあったよ。設定のところに。PC では見れないけど、スマホで開くと、なんかオンオフみたいな。俺もスマホで開いてないから見てないからわかんないけど、消えたんかい？なくしたの？探してみます。俺見た時はあったよ。そのオートで撃ってくれるやつと、スコープを覗かなくても、押さなくても、撃つ時に勝手に自動でスコープ ADS モードにしてくれるとか。でもドローン頼りたくないな。あるらしい、やっぱり。あるらしいよ。使いこなせたら、使いこなせたらっていうか、そういうね、PC とスマホの差を埋めるためにもともとそういうね、機能をつけてくれてるっていうことだから、ね、まあ、性能の差はあると思うで。パソコンなんかのいいやつ使えばそれだけ処理速度も上がるから、画質も上がって見えやすくなるし。でもそうやってちゃんと運営側もね、やってくれてるわけやから、なんだろう、オートエイムってマイナカンスキルみたいな感じ。ちょっと違うかもしれない。そういうのとは。なんか標準この、なんか、パソコンだとさ、このカーソルがあって、なんか的っていうか、この、なんていうのこれ。その向いてる方向に敵が来たら、撃ってくれるみたいな感じ。なんだなんか、電話来た。電話じゃねえのこれ。ちょっと、ちょっと、来客来ちゃった。ちょっとお待ちください。一旦、ミュートでちょっと離席するね。ちょっとごめんね。すぐ戻ってくる。
ただいまー。なんだろう、謎すぎる。あ、こんばんは。いらっしゃい。初見です。いらっしゃい。コメントもありがとう。ゆっくりしてってね。竹谷さん、いらっしゃい。パンダさん、皆さん、こんばんは。なんか今、なんか電話来て留守電にさ、なんか入ってて、でも聞き取れなくて、1階まで降りてったのに、誰もいなかった。なんだよ。なんか留守電暗号みたいな感じだったな。聞き取れなかったな。さあ、今日今、まだな、6時台か。お、やってくれてる。よいしょ。パンダが作ったお家でさ、パンダがこの床を持ってないからさ、床を今作ってもらっております。この床の素材って何なんだろう。一昨日からアスリート始めたんですけど、どうしたらうまくなりますか。おととい。今何か壁にぶつかってる感じですか。そのうまくなりたい要素が操作なのか、強くなりたい的な感じなのか、どうなんだろう。パンダもそんな強いわけじゃないから、めちゃくちゃ上にはめちゃくちゃ強い人がおって、あれだけど、まあ、このゲームはね、探索をめっちゃしなきゃいけなくて、まあ、課金できる人はまあ課金するなら課金で、ある程度最短で上げることはできるんだけど、FPS もサバイバルゲームをやって挫折ばっかりだったんですけど、それは頑張りたいです。パンダもね、サバイバルゲーム、アスレバが初めてだよ。サバイバルゲームってだけで、興味はあるけど、全然やったことなくて、なんかアスリバだけはやってみようと思ってやってみたら、なんかハマって、まあ今もずっとやってるみたいな。FPS ともまたちょっと違うから、FPS はだってあれでしょ、本当に、エイムとかもそうだけど、操作性もそうだし、まあ使ってる端末次第もあるけど、裏取りしたりとか、まあこのゲーム裏取り必要な場面もちょっとだけあるけど、基本的にはモンスターを倒すゲームだから、まあそんなね、対人戦 PVP がめちゃくちゃ好きですっていう人以外だったら、わりかし楽しんでやっていける。けど、探索はめっちゃ必要。山太郎さんいらっしゃい。こんばんは。はこんばんは。今日は何されてますか。今日は水曜日で次元のイベント何もないから、まあ普段できないことやろうって言って、今までVR やって、撃沈してた。ずっと。99回クリアできなくて。で、今ちょっとね、来客があって一瞬いなくなって戻ってきたとこだった。あと、お家実装したよ。お家表に来ました。探索楽しんだら続けられますかね。続けられると思う。ただ、強くしたいって自分で思った時に、その探索で一緒にこう素材を集めていく感じなんだけど、そのなかなか思うように強くできなくて、ちょっと、なんだろう、嫌だなって思っちゃう時もあるかもしれん。
お家で、お家の周りにプール置きたかったけど、それ俺置けなかったから今、シェルターメイトさんにね、やってもらってる。それ以外は一応建てた、今日。設置もした、ある程度こう、内装もある程度置いて、周りも置いた。配置変えて。自分は80で撃沈。もう99クリアできる気がしない、マジで。ちなみにね、同じサーバーだったら全然手伝いに行くので、呼んでもらえたら、結構この配信中に来てくれてる人、別のサーバーの方も多いんだけど、パンダ超新星サーバーにいて、同じだったら一緒にでダンジョン行ったりできるよ。家とか建てられるよ。もともとシェルター、無人島スタートでシェルターがあって、で、パンダがいるのは人工島って言って、ある程度仲いいお友達と二人で人工島で作れるのよ。人工島置かなくてもお家は作れる。スマホでやってる。サーバーはどちらでやってる？サーバー。今サーバー統合があったばかりで、なんか大きく4つのサーバーに分かれたのよ。みんな統合して。なんだっけ、超新星サーバー、巨大惑星サーバー、宇宙局、あとなんかラグランジェみたいな。おサーバーって何ですか？一番最初に、このゲームの中に、またこう分岐っていうか、部屋がいっぱいあるんだよね。みんな違う世界があるみたいな。あ、超新星、一緒。そしたら一緒に遊べるね。なんなら今パンダがいるこの人工島にも来れるよ。この場所にも来れるよ。ここはフィールドじゃなくて人工島っていうね。あ、あれか。これないか、まだ。解放されてないか。レベルで解放だっけか、人工島って。まあ、とりあえず超新星サーバーだったら、パンダが、あちこち連れ回すこともできるから、あ、レベル30だったら人工島解放されてる？俺もう覚えてないや、人工島解放されるレベル。いくつだっけ？だから確か10ぐらいでギルドが解放されて、真夜中のコード見せてほしい。秘密です。嘘。パンダのコードはあれだよ。まだパンダも、今自分のコード見つかってなくて、普段はとりあえず、余ダメージ上げたいっていうのと加速つけたいのとで、この、運費天部をベースに、属性上げるために、熱源と強心つけてる。だけ。ただ、宴の時は、あの、もうみんなでやるからほぼほぼ死ぬことないから、この、やべ、宴のやつ消しちゃったわ。あれなんでこれ変わってんだ？んあれおかしい。宴のやつ消えてんだけど。まだ解放されてない？とりあえず、パンダさんのフォローとチャンネル登録ありがとう。嬉しい。めっちゃありがたい。今、チャンネル登録めちゃくちゃ頑張りたいと思ってる、本当に。いろいろとね、いろんな人と遊びたいし、知り合いたいってのもあるんだけど、この配信を機にいろんな活動をするためになぜかね、どうしてもチャンネル登録を見られがちなんだよね。嫌なんだけど、チャンネル登録が多くないと、なんか今後なんかこの活動するときにも条件が達成できてませんってやりたくてもできないことが多くて、なんかめっちゃね、もみくちゃにされてるから今パンダ。だから年内にちょっといろいろ達成したいことが多くて、ほんと嬉しいチャンネル登録。
まあ登録だけじゃなくてね、いつでも遊びに来てもらってね、一緒にダンジョンとかお手伝いもできるんで、とりあえずデイリーは毎日ちゃんとやりましょう。探索とかはそんな1日2日で終わるもんではないから、日課でこう、何やればいいかっていうの順番にこう、やっていって、まあやりやすいものからこなしていくような感じで。そして俺はなんでこれ消えたんだワイも登録しました、たそうですか。まあいつかは多分ね、くっつくよ。いつかはくっつく。いつかは全サーバー統合するはずだから。なんなら、他のサーバーもフレンド登録できるぐらいだから、多分他のサーバーとも遊べるコンテンツが今後増えるんじゃないかと思ってるよ。だって、フレンド登録できてるわけじゃん。何のために登録できるようにしたのってなるじゃん。なんもないんだったら。そして俺は自分のさ、なんか、変わってしまって今困惑してんだけどさ。ちょっと待ってね、俺ちょっとコード作り直すわ。宴用のコードが消えたんだよね、マジで。俺、宴用のコード何つけたっけな。絶対茨つけてるはずなんだよな。茨つける。多分属性つけてなかった気がするから、火ダメ、遠隔用ダメかな。会心か違うな。こっちか射速は別にいらん。こうかな。多分こんな感じ。あ、スローアタックかもしんない。スローアタック。違うわ。ここスローアタックだ。あ、これだ。これ。宴はこれ。ちなみにレモ太郎さんの使ってる武器は何なの？真夜中だけ？無声か。無声の方向は、まだわかんねえな。ちょっと欠陥だらけだからな、武器。一応さ、これかな。運勢込みのこのやつ、多分これだな。無声を救いたい。救いたいと思うけど、なかなかね、なかなか難しいんよ。でも基本的に、普通に、あれだよ。PVP とか、何か宴とかじゃないんだったら、ベースは絶対運費天部がベースでいいと思うから、そこに連続爆破を組むのか、何を入れるってなるだけ。爆破ツアンだったら、灼熱欲しいなっていう感じだし。難しい。無声の方向はな、
なんかちょっと今使おうって素直に思えない武器ではあるよね。めっちゃ期待値高かったから余計なんかもしれないけど。そして赤富士さんでいいのかな、関富士さんなのかな、関東さん、赤東さん。名前聞くの忘れちゃった。呼び方。超新星だったらデイリーが一緒にできるからさ。今後さ、始めたての人がいるっていう、ある程度人数がいるんだったら、その配信時間の中に、こう、で、一緒にデイリーを回ったり、残響を回ったりっていう時間をさ、作って、そのローテーションっていうか日課をね、やっていきたいんだよね。今大体こう、ある程度済んだ人が多いから、みんなおののさ、自分のこう、都合のいい時間帯に全部終わらせてる方が多いから、ただできないってなったら、こう、結局、始めたばっかりの人って残響1から始まるじゃん。まあ、1、2あたりは全然いいと思うけど、どんどんこう難しくなってってクリアができないってなってったら、あんまり手出しすぎちゃうと、なんか火力過剰で、なんかつまんないってなっちゃうからあれだけど、まあ、手伝ってほしいっていう要望があった時は全然いけるような体制でいたいんだよね。今日何しようね。今日は質問デーにしたかったんだよな。普段聞けないこととかを答えていったり、なんか今更聞けないこととかさ。さっきなんか来客の時に一回離席したからみんなその間に離れちゃった人もいて、ちゃんとこうなんか回答できないままだったね。申し訳ない、本当。こういう時になんかね、何かこう家族とかいるとさ、代わりにさ、対応してもらえたりするからいいけど、一人だからね、全部自分でやんなきゃいけないから、大変だ、その時間帯。だから結構、いつもはね、結構、遅い時間帯から始めたりもしてたんだけど、アスリバはあまり配信とかも賑わってるとは言えないですが、アスリバメインで配信しようと思ったのはぜですか？なんかね、俺、あちこち手つけるのそもそも嫌いなのよ。全部なんか中途半端にやるってのが嫌で、で、こう、まあ、完全無課金できるゲームとかもあるし、課金しないと戦力上がらないゲームといろいろ種類あると思うんだけど、何かにつけて、なんか、あちこちやってるから、これ弱くなったんだとか、なんか強くなれないんだっていう、なんか、その言い訳を作るのが嫌なの。なんかそれが逆にモチベーション落ちちゃったりする原因になったりとかするから、基本的に1個をちゃんと自分が満足できるとこまでやりたいなっていうのがあって、ただ今回アスリバに絞った理由ってのは、パンダ自身が今病気なんだよね。ちょっと。精神的なちょっと病気があって、なかなかね、何かをやるっていう気が起きないっていう状況で、なんか、なんか知らないけど、たまたま飯会に入ったアスリバのさ、その CM っていうか広告っていうか、宣伝の PV 見てて、なんか無性になんか興味湧いたんだよね。やりたいなーって言って。で、やってみたら、全く初めてのゲームだからやり方もわかんないし、なんでお腹空いてんねん、なんで喉乾いてんねんみたいなブツブツ言いながらやってたんだけど、気づいたらめっちゃハマってて、何にもやる気出なかったのに、突然やる気を出すっていうことは、それだけ自分が求めているものがこのゲームにあるんだなと思ったから、このゲーム一本でやろうと思って。広告からだよ。
しかもしかも正式リリースされる前日くらいかな。前日始まってからかな。何かで見たんだよね。ただ、その見た瞬間に始めたわけじゃないんだよ。見てから、ちょっと考える期間が数日あって、結構遅れてからスタートしたんだよね。で、一回多分ね、頭から離れたんだよ。なんかやりたいなと思ったけど、一回頭から離れて、で、たまたま、アスレバやる前にやってたゲームの配信者つながりでやってた人が、アスレバやってたわけよ。で、アスレバやってたから、なんか俺どっかで見たことあんなーって思い出して、あ、なんかもともとやってたゲームで知ってる人たちがなんかやってるみたいな感じで、じゃあ俺もちょっとやってみようっていうのでやっとスタートした感じだったんだよね。まあ同じサーバーで始めたのに、全然交流なかったけど、その人たちとは。何人か引きずってくれて、何人か連れてきたけど、まあやっていくうちにハマってって、なんかあれもやってみたい、これもやってみたい。で、なんか上位の強い人たちはなんかもうすごい先行ってるけど、そこまではいけなくても、ここぐらいは頑張ったらいけんじゃないか、みたいな。なんかほやほや、なんかふわふわってこう、なんか目標を決めて、それに向かってこう探索始めて、なんか装備作って釣りをして、みたいな感じでこう、何も考えてなかった最初。でもなんかすごい10時間とかずっとやってて、で、結局その話を病院とかでもしたら、それは絶対やるべきだねっていう風に言ってくれたから、じゃあ自分もやっぱりこの状況を打開するために直したいから早く、じゃあ頑張りますって言ってやって、めっちゃハマりにハマって、で、そうこうしてるうちに、あの、やっぱりこのゲーム一本でやりたいと思っているわけだから、欲が出てくんだよ。このゲームをずっとやっていくためにもっといろんな人に知ってほしいなとかさ、俺は下手くそだけど、下手は下手なのに頑張ってるから、まあ一緒にやってくれたり、途中でこう、話し合いとかさ、なんか考察とか一緒にやって、ああでもない、こうでもない言いながらわちゃわちゃやりたいなとか、で、そう思ってたら、そのうちだんだん公認実況者になりたいっていう話、なんか目標ができてきて、せっかくやるんだったら、そのゲームで、ちゃんと、なんかいろんな人に認知されるようになりたいとかさ、なんか、もうめちゃくちゃやる気がなかったのに、そこにモチベーションの、なんかきっかけっていうか兆しが見えてきて、それずーっとね、いろんな人からこのゲームやろうとか、誘いが来るけど、いや、俺はこれでやるって決めたから、ごめんねって言って、ずーっと焦れば。もちろん、課金しなきゃいけないとか、そういう壁もあって、思うようにいかない部分はあるんだけど、その中でね、やりたいと思ってずーっと頑張ってるから、でもなんだかんだ言って17万到達したからね。無課金ではなくなってしまったけど、それでも17万まで戦力を上げることができて、ある程度ね、みんなのお手伝いができるところまで来たから、あとはもうね、まあ、上げれるとこまで上げて、始めたての初心者っていう方のお手伝いでさ、いろんなとこ回ってみたり、ある程度戦力上げた人と、なんかタイムアタックしてみたりとか、いろんなことをできるようにやっていけたら、めちゃくちゃ楽しいなと。ただパンダ自身 PVP めちゃくちゃ好きやからさ、それができないのがちょっとパンダのモチベーション低下につながる、最大の問題。早くデータダッシュとヴィーナス洗浄が PC サーバーでもできるようになってもらわないと、それをやりたいって気持ちの方が強いからさ、なんか別の変わるコンテンツ出してくれたらそれでもいいんだけど、あとはいっそのこと、もう全サーバー統合しちゃえよって思ってる。
サーバー違うと一緒に遊べないっていうのがね、こう配信やってるとやっぱいろんなサーバーの人が来てくれるけど、こう話はできるけど一緒にできないっていうのがさ、やっぱりちょっとモヤモヤするよね。まあとりあえずはまあ今だいたい4ヶ月過ぎたあたりだから、まあ半年を機にきっと何かしらの変化があると思っているんだよ。その運営会社もやっぱり長く遊べるように作りたいと思ってるはずだから、そのため今、ね、いろんな人が運営さんとさ、インタビューに答えてこう意見交換とかしてると思うから、半年ぐらいをめどになんか変化があって、それを踏まえて多分まだ1年目とかに大々的ななんかさ、大きな変更とかさ、なんかこう、改革的なものが起きんじゃないかっていう期待を胸に今頑張ってる。他のゲームとかを大体さ、最初、もうゴミって言われてるゲームが突然、紙アプリになったわとかさ、みんな言って、それでなんか引退した人が戻ってきたりとか、そういうのが結構見てるから、アスリバも、まあ引退者が出ない方がいいんだけど、なんかね、みんなにこう、最初はひどかったけど、良くなったよねって、なんか言われるようなね、アプリに運営さん頑張ってもらって。で、そうなって人が増えてきたら、なんかそのさ、なんかアスリバの、なんかやってる配信者さんはこの人だよっていう中に、もうちょっとだけでもいいから、なんか自分の名前がね、出てくれるようになったらいいなと思ってやってる。別にその、すごい有名人になりたいっていうわけでもないけど、まあ有名人になれたらいいけど、せっかく自分がやってるゲームでさ、なんか、このゲームやってる配信者誰なのっていう時に、なんか名前が出てくるだけでもさ、めっちゃ嬉しいじゃん。いろんな人が配信してる中で、まあ公認実況者もいる中で、なんか、なんかパンダさんがやってるよとかさ、なんか言ってもらえたらめちゃくちゃ嬉しい。ほんと。それだけでさ、なんかやってきた回あったなと思うから。まあ言ってもね、結構、感情の波が激しいからさ、めちゃくちゃ落ち込む時もあるし、めっちゃテンション高い時もあるし、まあ本当に体調極端に悪くて、配信できない時もあったりすると思うんだけど、まあパンダはパンダなりにめちゃくちゃね、考えて頑張っとるから、そこはね、かけながら見守りつつ応援してほしいなと、日々思っております、パンダは。やっとね、やっとパンダのお家もできたことだし、まあ言うのは簡単だからね、これをね、実現していくためにもうちょっと頑張んなきゃいけないね。まあだいぶ戦力上がったけどな。なんか下がったな。ああ、あれか。これか。よいしょ。あれ下がってんな。あれなんか下がってる。んあ、そうか。コードか。コードさっき変えたからか。こっちか。あ、違うわ。え、なんでなんか戦力落ちてんだけど。なんでなんで自分もメンタル的に体調不良で長期休暇中なので少しは、あ、じゃあ一緒、完全に一緒じゃないけど、大体似たような感じだと思うわ。パンダマの普通の仕事はできない、するなって言われてるから。まあその期間が長いけどね、結構だいぶ。本当は何もせずに静かに要領しなきゃいけないんだけど、
まあいろいろあってね、パンダのもともと住んでた地元じゃないところに一人で引っ越してきて、まあ一人で暮らしてるんだけど、まあそのせいもあって余計ね、悪化しちゃったんだよね。誰も知らない土地に来たから、治るかなと思ったら、知らなすぎて、今度土地勘もないし、人も知らないし、何もできないっていうのが余計なんか悪化させる原因になっちゃってさ。で、それで、何もせずに誰も知らないところでただ単に悪化したりとかしてて、もし治ったとしても結局知らない場所にいるから、もし治ったよって言われても何もできなくて知り合いもいなくて一人ぼっちゃったらまたぶり返したじゃないかっていうので、そういうのを懸念して少しでも何か人と関われるコミュニティを作るなり参加するなりしたいと思った時に出会ったのが配信なのよ。配信って直接会うわけじゃないから、まあ自分のね、まあコミュニケーションを取る練習にもなるし、YouTube とかで頑張って収益化とかできたら、まあ普通に働いた方が当然いいんだけど、まあ、働けないうちはね、その、人とは違った形でも収入をちゃんと得れるっていう、それがまたモチベーションつながったりとか、まあいろんな方向にちゃんといろいろ考えて、今やってるんだよ。まあ他の人に比べたら相当大変な茨の道だけど、自分も実はそんな感じは、なんかまあ似た人が集まってくる感じか。でも結構そうだよね。やっぱりこう似たようなオーラを感じて、気づいたらなんか、同じような境遇の人が集まるっていうよね。類は友を呼ぶじゃないけど。だから結構パンダね、やりたいこともあるし、こうしたい、こうしたらいいなっていうものをすんげえ書き出して、その中から俺は配信を選んだんだよね。で配信も、ぶっちゃけね、トータル5年ぐらいやってるの。YouTube に来てやったのはまだ1年経つか経たないかぐらいなんだけど、もともとは、あの、顔出し配信者っていうのリアルライバーって言われる、自分をリアルタイムで映してやってたんだよね。でも、体調が悪くなって、顔に元気がなくなって、笑顔もできなくなって、配信者としてなんか周りに迷惑っていうか心配だけさせる配信をしたくないって自分で思ったから、一回引退を考えたの。でも、ずーっと自分のやりたいこととか実現に向けて頑張ってきたのをここでやめるのはちょっと嫌だと思って、自分を映せる、まあ、映し鏡っていうかさ、自分を投影してくれる何かあれば、また配信やっていけるって言って、今、自分の分身がね、ここに出てきてるのね。もうそんなやってるんですね。そう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 。だから、いわゆるみんなが V ライバーとか VTuber って言われるジャンルとは、ちょっと考え方が違うんだよ、パンダは。あくまで自分の分身っていうか自分を映してくれる、自分の代わりに喋ってくれる存在みたいな。先日はゲーム内でまったりお話できて楽しかったです。いえいえ。ぜひ仲良くしてください。何でもいいから頑張りたく走り始めました。これいいと思う。始めるきっかけはみんなそれぞれ違うから、何でもいいと思うよ。パンダはね、正直、自分のやりたいことを、なんかできないんだよね。その精神的な問題もそうだし、体のさ、思いに動かせないっていうなんか問題がいろいろあって。だから、遊び場のキャラクターって、なんか、なりたい自分が重なってるんだよね、正直。だから、なんか、頑張って、育成して強くして、なんかみんなのお手伝いとかで、なんか強い敵とかを倒しに行ったりとかするのが、なんか、自分のモチベーションと一緒に上がっていくのよね。自分では動かせないけど、ここの世界だったら動かせるから、みたいな。だからリアルの世界では、ちょっと、まあ体調悪いけど、この世界では元気だから、この世界だけでもちょっと、なんか有名になりたいとかさ、なんかそれでちょっとモチベーションが上がってる。結構頑張ってると思うな。
探索とかも。そして、さっき聞きそびれちゃったんだけど、この、名前はなんて呼んだらいいのかな。赤富士さんって呼んでないの？こう、名前がさ、漢字、いろんな呼び方あるから、わかんない漢字は最初に聞いてるんだよね。さっきちょっと聞きそびれちゃって。いろいろあるじゃん。赤頭さんとかさ、赤頭さんかもしれないし。そもそも頭なのか富士なのか赤なのか赤なのか。赤頭さん。了解。ありがとう。そうさ、知らないうちにさ、めっちゃ間違えてさ、永遠と呼んでたらさ、めっちゃ失礼だからさ、さっき呼べなかったんだよね。聞こうと思ったら、タイミングが逃してしまって。あの基本的にはね、パンダはね、自分がやりたいと思った時は、事前にさ、サムネに書いたり、タイトルに書いたりしてるから、それが終わった後の時間って基本自由時間なんだよ。この配信中も。で、超新星サーバーだったら、一緒にこう、探索とか回れるから、まあ、デイリーダンジョン一緒に行ったり、まあ、週に1回チャレンジダンジョン行ったり、まあ、1日2回クリアできる残響ってやつをクリアしに行ったり、まあ、いろいろね、日課と言われるものが結構あるから、アスリは。最初から全部ファンダが手出しちゃうと、同じランク帯っていうか同じレベル帯だったら、あれだけど、離れてると、なんていうかな、こんな簡単に倒せちゃうのとか、思っちゃって逆につまんなくなっちゃうから、あくまで倒せなくなったものに対して、なんかヘルプとしていきたいんだけど、まあどうしてもね、すぐ倒したい、倒せないからっていう時は、その時は言ってもらったら全然、お手伝いに行くので、気にせず気軽にどんどんコメントを書いてくれたらいけます。男女行きたいけど誰もいなくてマッチングしないから行きたいとかさ。シャインダンジョンは、もう1週間のうちに、もらえる報酬が決まってるから、1個だけって。で、今なんか簡単に倒しちゃったらダメとは言ってるけど、レベル帯に言うと違うんだよね。で、取らないで、週変わっちゃうのは一番もったいないから、まあ、その時は言ってください。あっさりボス倒しちゃったりするかもしれんけど、それでも、その報酬もらわないで行っちゃったの方がもったいないから、マジで。ちなみに赤藤さんはチャレンジダンジョン終わってるのかな？ここのダンジョンにデイリーダンジョンってやつと、チャレンジダンジョンってやつがあって、で、デイリーダンジョンは、毎日1回クリアすると報酬がもらえるもので、このチャレンジダンジョンというのは、1週間に1回だけ行けて、報酬がもらえ、1回じゃない、1週間に1回報酬がもらえる。別に行くことは何回でも行けるけど、報酬が最初の1回しかもらえないっていうものなんだけど、ここで手に入るものが、行ってない。それはやばい。行こう。ここでもらえる、このエネルギーコアっていうのが、レベルが上がるごとにどんどん形が変わっていくんだけど、装備を強化するために絶対必要な素材なのよ。でもさっき30って言ってたから、この一番の軍事基地ってやつで、この強化エネルギーコアの3、レベル30装備の素材を作るときに必要なこのコアが絶対必要なんだよね。で、各レベル帯に、まあノーマルの装備が青い装備なんだけど、次にエピック装備っていう、この紫の装備になって、その次に黄色い装備、レジェンダリーの装備になるんだけど、そのエピック装備を作るときにはこのエネルギーコア、黄色いレジェンダリーっていうさらに上の装備作るときはこの強化エネルギーコアっていうのが必要になってくる。で、これはもう、レベル帯上がってったらどん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 上のものを作れるから、多分ね、
これさ、あれレベル上がんなくてもいけんだっけか。ぶっちゃけ30で30のコアを作る必要性は俺感じないんだよね。まあ、今他行ったら死んじゃうけど多分。試しに行ってみる？軍事基地とか。これはね、絶対やった方がいい。チャレンジダンジョン。今日水曜日だからまだ、ね、水、木、金、土、日まで余裕はあるけど、これは最初に1回だけやっとけばいいやつだから、デイリーの方は毎日1回報酬がもらえる。まあ、おそらくあれだね。この、ドゥーガダークブルー博物館の3つのどれかかな。レベル30だったら。この、雪山のやつとかは、後々出てくる先のエリアの、なんかダンジョンだからさ。昨日本当は初のフレンドさんと約束してたんですけど、来てくれませんでした。忙しかったんかな。行こうか今。ダンジョンも全然、デイリーダンジョンと軍事基地だったら、ぶっちゃけパンダ一人でなんとかできるから、後ろで眺めながらピンチになったらパンダが助けに行く感じで行こうか。なんか敵を倒す感じどんな感じってのも多分ね、自分でやった方がいいし、いいよ、全然いいよ。ちなみに今俺取りに来てるこのさ、このエアドロップってやつも、できれば毎日取りに来た方がいい。ドゥーガにもあるから、各マップのどこかに。これ開けると、俺もう取れないんだけどさ、結構アイテムとか素材とかいろんなものがもらえるんだよ。もし取ってなかったら、ちょうど今が、19時30分まで5分単位で新しいのが降ってきて、取れるから、これも取った方がいいね。マジかマジかマジか。エアドロップ初めて知った。日課の説明から始めるか、これ、そしたら。これスマホの操作方法がね、パソコンと違うからね、動線がわかんないんだよね。どこを押したら何が出てくるっていうのが言えないから、あれなんだよな。メニューって開けますか？メニュー。練習さんいらっしゃい、こんばんは。いらっしゃい。うん。定期イベントかな。そのレベルなエアドロかなり経験値高いよね。だから普通にエアドロとか、まあ、その辺に転がってるデイリーミッションとかも、かなりの勢いでレベル上がっていくと思うから、最初タブレットで見るので少し待って、あ、了解了解。そうか、本当の始めたてだもんね。
俺はなんか、いや、最初にめちゃくちゃ触りまくるからさ、あっちこっちゃ。スマホだと真ん中上のちょい右。まあ、とりあえずね、最初に全部見た方がいいよね。どこに何があって、これをするためにはここを開かなきゃいけないっていうのを最初に見た方が絶対いいから。今日は赤藤さんのレクチャー配信だね。まあ基本ね、サバイバルガイド見ればいいんだよな、でも。あれレベル30違うな。レベル30どこだ？んレーザー装置。あ、レベル20。20違うな。30。これ雪山だもんな。ここか？あった。レベル30をクラフトする。ということで、エデンにいんのか、今。今、エデンにいんのか、それともレベルだけは先に上がってしまったのか。どっちだろう。どっちだろうか。なんか、最初に全部言ったら頭パンクしそうだな。多分そのページならセルターメイト。あ、でもその場所知ってるならオッケーオッケー。その、基本的に進行していくと、サバイバルガイドがどんどん一緒に進んでいくんだよね。で、報酬がもらえるから、何か分かんなくなったら、まずサバイバルガイド見て、何かを作るのか、何かを達成するのかっていう風に見たら、だいたい目処がつくんだよ。あ、これか、みたいな。だから一応、場所が分かってるなら OK。っていうか、まず最初にさ、あの、どこでもいいんだけど、ドゥーガが一番近いからドゥーガ行くか？今15分だから、まずエアドロ取り行こう。さ、ドゥーガのさ、ここ、ここにおいで。ここ。そうするとここにエアドロがあるからさ。俺はもう取っちゃったからあれないけど。ドゥーガ渓谷の、だいたいこのドゥーガ避難所がここにあって、ワープが1個、2個、3個、4個目。ここ。ここにワープしたら、赤藤さんって名前も赤藤さんなんかな？あ、違う。深い泥って書いてあるとこ。沼沢なんて読むのこれ。とりあえず沼沢って書いてあるところ。ここ。なんか右下のボスが近くにある一番近いワープポイント。ここだよ。
で、今17分だから来れたら、もう走る。いもう、沼地に向かって走って、1個取ったらすぐ20分でもう1個落ちてくるから。なんもないね、ここから見たら。赤党さんで出てくるのかな。あ、こっちじゃねえや。赤。お出ないのか。マジか。赤党さんってこれ？ギルド赤党？これか。じゃあ申請するわ。今申請送った。申請送ったから、それ承認してもらったら、マップ上で俺も見れるから、どこにいるか。そしたら迎えに行けるよ。って。承認した？ OK？ いね。いね。いねえな。あれ味方って見えなかったっけ？パーティーじゃなきゃ見えない？もしかして。パーティーおいで。あ、いた。どこだ？間違った。いた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 。こっちだよ。おい。乗って乗って。とりあえずここ飛び越えていくから。よいしょ。あ、いけなかった。で、これ渡ってこっち。で、これ拾ってこれ。これ。どこでもいいから、なんか、このなんとかポットみたいなエアドロップの。OK？ で、今21分だから、ちょっとここで25分にもう1個降りてくるから、それ取ったら移動しようか。やることいっぱいあんな、多分。めっちゃあんな。もう1個落ちてくるから待ってよ、待って。25分にもう1個落ちてくる。5分単位で新しいのが降ってくるから、30分まで。次がラスト便。何から行こう。ワープ解放はね、多分自分でやった方がマップ覚えるから、時間がある時にこう探しながら回った方がいいとして、デイリーダンジョンから行くか。
で、とりあえず、今のうちに説明しとくと、定期イベントっていうところが、なんかメニュー画面が、なんか真ん中上のちょい右あたりにあるらしいから、そのメニュー画面もしくは定期イベントっていうのを押してもらうと、おそらく画面違うと思うけど、まあ、今日のおすすめとか今日やるべきもののイベントがね、多分一覧が出てると思うんだよね。で、その中に必須っていうのがあって、まずまずそこに書いてある、まあ、ダンジョン。デイリーダンジョンは、まあ、書いてあるけど、まあ、好きなものいけるんで、まあ、これはこれから行くとして、支援ミッションっていうものと、VR 戦。VR 戦。まあ、VR 戦行った方がいいか、最初のうちは。VR 戦っていうもの、エリア相当。で、物資収集に関しては、毎日やるもんなんだけど、あれ見えなっけ？毎回ね、ここに違ういろんな種類の素材が出てくるから、それを全部納品するとクリアで、まあ、連盟ポイントだったり、これ軍用補給品だったり、金塊だったりっていうのがいろいろもらえます。デイリー行くなら行ってないので入りたい。行く？OK？ 赤藤さんが始めたばっかりの方なんで、本当の始めたばっかり。ほやほやだからいろいろ説明して。とりあえず今、連盟補給取ってから行くからちょっと待ってね。今降ってくるから。最初ってこんな服だっけ？資源獲得以外やってない。オッケーオッケー。そしたらもう一個取って、もう一個。もう一個開けて、待って、俺すげえこと気づいちゃった、今。俺すげえこと気づいた。さりげなく赤藤さんさ、ゼウスには持ってる？さりげなく赤藤さん、ゼウスには持ってるよね。どっちが持ってるこれ。赤藤さん、こっち来て、こっち。こっち来てみて。俺、パンダのコーに来て。絶対赤藤さん、ゼウスには持ってるでしょ。ハマると課金しちゃうタイプ。課金しちゃうタイプだったら、ナゴのこと、あれだよ。優先順位覚えないと損しちゃうぜ。あの、多分速攻強くなれるよ、多分。まあ、課金する額にもよるかもしれんけど。まあ、とりあえず、レイシンさん来てくれたから、最初にデイリーダンジョンから行くね。で、赤藤さんが、覚えて帰ります。赤藤さん、どれ行こうかな。博物館かな。博物館でいい？レイシンさん。博物館でいいかい？雪山はさすがに酷でしょ。まだ行けないかもしれんし。じゃあこれ行くよ。オッケー。よし、倒していくぜ。資料によると、ここは戦前にできた博物館で、当時の最先端技術を展示するものでした。資料によれば、これをパス。ホログラムは警告、異常な電気信号を検知しました。置いておいて。
ここで解放してから敵を倒す。赤道さんの火力を見よう。今期、敵来てるよ、敵来てるよ。なかなか大変か。30。これは多分あれだな。チップつけてない系かまだ。チップもつけてないかもしれんな。もしかしたら。で、このダンジョンは、ホログラムっていうのが出てくるんだけど、この操作盤で呼び込むと、ホログラムが消えて、先に、こいつが倒したら先に進めるようになる。まあ、ギミックとしてはホログラムを消すっていうことだけ覚えておけば、めちゃくちゃ簡単なダンジョンです。あ、俺武器変えてた。あれなんかいる？いたわ。はい。ほう、まさかここまで来たとは。これは驚きです。ならば私と一緒に新しいおもちゃで遊びましょう。素晴らしいですね。甘く見ていたようです。エネルギー活動に異常が見られます。そうか。ターゲットはなんか、急激に赤党さん強くなりそうだな。で、この階段を降りると、ボスがいます。デイリーダンジョンのボス。こっち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 。でこのボスの倒し方は、こっちで無敵になるんで、この間の磁気嵐コアを壊すとダメージを入れれるようになる。あ、分かってるね。地獄に落ちたくなければ私を怒らせない方がいいです。磁場エネルギーが集中しています。先に何から教えようか。また会いましょう。次はこうはいきませんよ。とりあえず今日のところあれか。全部終わらしちゃうか。先に。全部終わらせてから説明した方がいいよね。練習者相当終わってる？相当。あ、いいねは別に忘れてもいいよ。全然。全然大丈夫よ。気にしなくていいよ。相当行くけど、練習者終わった？あ、オッケー、じゃあ一緒に行こうじゃん。あ、攻撃しちゃっていいよ。おそらくね、めちゃくちゃね、もしかしたらわからないこととかさ、
あると思うから先に全部終わらせちゃう。全部とりあえずデイリーとか全部終わらせて、それからやろう。とりあえずとりあえずな、防具、装備と防具、チップ、ペットが持ってるか、ペットの強化、チャレダン、コードって解放されてんだっけ、最初。どこ解放条件のレベルが超えてないんだよね。何レベルでこれができるようになってってやつが。暴走しているロボットを倒しましょう。急いでデータセンターを最初の頃そこまで考えてなかったもんな。修復プログラムが起動しました。ネットワークのファイアウォール修復まで多少時間がかかります。それまでここを守りましょう。素晴らしいです。これで安心でき。お待ちください。ギアの重い音がします。標的が近づいています。何からやろうね。これあ、こうた。とりあえずデイダンジョンと相当が終わり、シャレダンも行きたいんだよね。精鋭とかはさすがに酷だよな。あ、物資か。物資行くのは誰か一人欲しいか。ちょっと欲しいな。結構あれだな。お勉強会になってしまう、多分。ガチのお勉強会で多分。ガチのお勉強会が始まります。
一人がめっちゃ先先行してるな。まあとりあえず全部終わらせよう。レベル30だから赤塔さん今エデンリンだよね。エデン。一人めっちゃ先行してる。一緒に行ってくれたら全速力になって速いのに。あ、バグってる。やばい、パンダバグっております。あ、バグってなかった。足に引っかかってた。はい、行くよー。あれ一人脱線したね。あれよかったー。よし。で、次、チャレダン。ああ。赤戸さん、あれ、上の退出ボタンで出てこれるよ。時間待たなくても。あ、帰ってきた。とりあえず、忘れちゃうかもしれんから、ちょっと最速クリアになってしまうかもしれんけど。チャレダン行くか。レイシーさん終わってるよね。チャレダン。レイシーさんチャレダン終わってなかったら悲惨なことになるけど、終わってるよね。俺、今週誰とチャレダン行ったか覚えてねえからさ。
大丈夫そう？まあ、いっか。押してみたらわかるか。拒否した。言ってないか。これは二人でいけるから大丈夫よ。ありがとう、レシーさん。よし。とりあえずこれ終わらせちゃおう。サクッととりあえずクリアするで。ゼウスニャンの願い事はあつりか。小指の陰謀の正体を突き止めましょう。海から飛び出してきた敵に注意してください。行くよ行くよ。自分から来るとはな。見つけたぞ。前方に未知の信号を発見。現在分析中です。気をつけて行動してくこのチャイダーのやつ終わったらちょっと順番に確認するね。前方に異常なエネルギー波動を確認。こちらへやってきます。気をつけてください。主砲の攻撃範囲に入った。爆撃とりあえずを開始しろ。お前たちに計画を知られてたまるか。前方の道が塞がれています。まずは目の前の敵を片付けましょう。連盟のデータベースに接続しました。基地のマップを現在探しています。ゴーゴー。基地のマップを確認しました。右側の点検用通路から入りましょう。通路は基地の深部へとつながっていて、マップによると前方に兵器庫があります。何が見つかったと思う？気持ち悪いネズミどもだよ。なんかローディングちょっと遅いな。なんか重いな。ずる賢いネズミよ。お前に興味が湧いたぞ。なかなかやるな。早速彼の ID カードをスキャンしましょう。地下研究設備へのアクセス権限を持つ ID カードを入手しました。目標地点が更新されました。権限識別中。権限所有者フォートレス。識別成功。マップに記載されていない道です。おかしいですね。異常なマイクロデバイス経験をいけ。防衛装置起動。このレーザーは危険です。適切なタイミングで横切ってください。加藤さん、なんか俺が欲しいサングラス持ってるわ。研究プロジェクトを入手できるはずです。権限確認成功。いいな。そのサングラス俺も欲しい。フォートレス。プロジェクトアンロック成功。異生生物を戦闘兵器に改造するなどあれ開いた。容器にした行為です。警告。第1号地下研究カプセルが解放されました。警告。警告。よし、ボス。改造されたリザードです。これがタイダルの計画だと思われます。リザードの体内エネルギー波動は凄まあ、じい。ピヨってる。外に出すと大変なことになります。
目標体内のエネルギー急増を検知しました。防御力が大幅に上昇中です。エネルギーを吸収しています。弾丸では電磁バリアを貫通できません。まずは頭上のエネルギー充填装置を破壊してください。スキャンの結果によると頭部が弱点のようです。頭部を狙ってください。警告、実験体1号が暴走。急げー。で、終了。さて、どれからやるか。そしたら、ここダメージ食らうからな。ちょっと移動しようか。敵がいないところに。ここ敵いない？そしたらね、赤藤さんなんかね、ダメージあんま出てなかったから、ちょっと、自分のキャラクター見てほしいんやけどさ。今ってさ、30レベルの青い装備してるの。青い装備ここさ。青い装備なのか紫色の装備。多分つけてると思うんだけど、この各々に、チップっていうのをつけることができるんだよ。まあ、要は戦力を上げることができるチップが、青色、了解？チップも、なんか青と紫と金色ってあって、まあ、それはね、これから各々集めていくんだから、集めていかなきゃいけないもので、金をめちゃくちゃしても、そんな簡単に溜まるもんじゃないから、あれなんだけど、この武器を強化するじゃねえ、こっちじゃねえや。装備改造っていう項目、わかるかな？おそらくメニュー、全体のメニュー画面開いた中にあると思うんだけど。場所は違うけどね、開いた先は大体一緒だから。OK。その中の、まあ、順番に説明していくと、コーティングっていうやつは、そのレベル、自分と同じレベルまで、追加で、その強化することができる項目になります。で、そのコーティングの時にまた、コーティング素材が別途必要になってくるんだけど、これは探索していったり、何かイベントの交換報酬だったり、いろんなところで入手することができるもので、武器と頭、リュック、服、ズボン、ブーツ、グローブ、この全部の箇所を自分の今現在のレベルを上限として強化ができます。で、再構築に関しては、まだ現時点でやらなくていいんだけど、この再構築設計図っていうものを使って、各々の箇所ね、ステータスを厳選することができます。マニーさん、勉強になりますって。いらっしゃい。まあ、単純に再構築ボタンと押すと、俺今チケットないかできないんだけどさ、これがランダムで切り替わって、自分が好きなステータスになるまで、まあ、永遠とこう再構築ってこう、回数をね、重ねて、まあ、例えば俺今、金の攻撃がついてるけど、まあ、金の攻撃がつくまで頑張ったりとか、まあ、属性値が欲しいとか、まあ、余ダメージを上げたいから余ダメージが欲しいとか、まあ、今後やっていくとだんだん何が欲しいかっていうのが分かってくると思うんで、今はそこまで考えなくていいんだけど、ここで追加で自分の欲しいステータスを厳選することができます。で、次にチップ。ここは、武器
頭、リュック、服、ズボン、ブーツ、手と、この箇所に全部に、さっき釣ったチップをつけることができて、その箇所によって個数が違います。武器に関しては5箇所。頭からズボンまでのこの防具に関しては3箇所。で、ブーツとグローブに関しては4箇所。おのおのこのチップを埋めることでステータスをさらに上げることができます。基本最初の頃は青いチップが大半なんで、まあよほど課金をしてない限りは青か紫が入るようになります。課金できるかといってここをやっちゃうと地獄を見るので、ある程度方向性が決まるまではチップは青でいいと思う。青だから弱い、まあ青より金より強いんだけど、青だから別に使えないってわけでもないので、ここは青でいきましょう。後々どんどん変わっていくので。で、この先の引き継ぎ融合開示については、おそらく今はまだね、できないと思うので、おいおい説明していきたいと思います。で、まずね、今、チップがついてるかどうかっていうのを確認してほしいんだけど、何かついてるちょうどこの真ん中の下あたり、まあもしくは場所が違うかもしれないんだけど、現在持ってる総数が出てるんだよ。これね、本当にね、画面共有してないから、実際何個持ってて、どこに何をしてっていうのがこっちが見えないから、あれなんだけど、あ、つけてない？初めて知りました。ありがとうございます。本当に？プロニートさん。33.1。大体だけど、武器と、このブーツに関しては、基本的に攻撃力が上がります。まあ、攻撃だけじゃないんだけど、弱点ダメージだったり、余ダメージだったり、いろいろあるんだけど、基本的に武器とブーツが攻撃を上げる場所。で、グローブに関しては、属性と会心を上げることができる場所。で、ズボンが HP 対象で、この服の上着が、防御。で、頭とリュックに関しては、シールドが上がる場所となってます。まあ、頭はね、通常非ダメージ軽減っていう別のもあるんだけど、まあ、基本的に言ったら、最初の頃はシールドが上がるっていう感じで覚えてもらえればいいかな。レベルはね、すんげえ勢いで上がっていくから、今30でも、おそらくね、1日6レベルぐらいは上がるのかな？普通にデイリーミッションとかやってるだけで。だから1日6ずつ上がるって考えたら、単純に10日で60までいくし。今最高レベルが65だから、まあ、10日ぐらいあれば追いつけるよっていう認識でいてもらって、はい、今日やってもらいます。で、課金をするかしないかで、進め方がだいぶ変わってくるんだけど、ここ以外にも強化する箇所があって、まあ一番最初はペット。で、ペットも今何持ってるかわかんないで俺も言いづらいんだけど、ペットを上げる項目って、訓練っていう項目を押すと、この作戦データ集っていうのも、イベントだったり探索だったり、まあいろんなところで入手可能なんだけど、この作戦データ集で強化することで、この訓練のレベルを上げることができます。で、この訓練のレベルを上げると、まあ画面上に見えてるんだけど、まあ、HP だったり攻撃だったり防御だったりっていうステータスが上がっていくので、
まあトータルね、ペットも一緒に戦える戦力として上がっていけるので、これも優先的にね、まず1匹。全部まばらにやっちゃうと、すごい中途半端になっちゃうので、まずは1匹をあげるようにしましょう。お初の目にかかります。いらっしゃいませ。カニメガさん、どうぞゆっくりしてってください。今日は始めて間もない方がいらっしゃるので、まず大体のね、何をやったらいいのかっていう説明からゆっくりやっております。何か質問等あれば、ぜひぜひ、気軽にコメントで聞いてください。で、この次に願い事ってあるんだけど、これは全部のペットに存在してて、ゼウスニャン見るか。赤父さんに関してはゼウスニャン持ってるから、ゼウスニャンの願い事見るね。ゼウスニャンはこの5つの願い事があって、各場所に条件が設定されています。ゼウスニャンは全部魚なんだけど、ゼウスニャンを釣れた状態で、照り焼き船っていう料理を作るっていうのが条件。で、それをクリアしたら次に行ったらまた今度、激辛鴨口スープの一回作るっていう感じで、釣りをしなきゃいけません。もしくは、取引所でもし販売されてたら買って料理を作れば、まあその時点で終わるんだけど、これをすることによって何があるかっていうと、これ恩返しステータスっていうので、自分のプレイヤーのステータスが上がります。これ全部場所によって上がるものが違うんだけど、スキルダメージが上がってみたり、範囲攻撃、被ダメージ軽減、まあ耐久が上がってみたり、スキルダメージが多いな。ほぼスキルダメージだ。まあ要は火力が上がったり、耐久が上がったり。なんかこの数値だけ見るとめちゃくちゃ少ないんだけど、結構いろんなペットやっていくにつれて、めちゃくちゃ、この大事さが分かってくるのでね。ぜひできるときはやりましょう。釣りをするためには釣り竿とルアーが必要になるので、それもね、この後でちょっと説明します。あと、課金ができるかできないかで変わってくるって言ったんだけど、多分ね、課金してるからもう見てるかもしれないけど、ストアに超おすすめっていう項目にさ、リリース特典っていうのがあるんだよ。俺も課金したでこれ買ったんだけど、作ったばっかの紫武器の下ね、金攻撃は最高じゃん。かけら書くときのみですか？基本そうだね。違う。作った紫武器下。紫武器だと、上から数えて3段目までが固定ステータスで、下はランダムステータスなんだけど、下の方についたものに関しては、ランダムでデータにできるんだよね。出るか出ないかは運試しなんだけど、かけら獲得のみってなんだ？かけら？データのことかな？データで OKOK。ランダムのところは確率で運が良ければ出るけど、ほぼほぼ出ないので、まあ金がついただけでもラッキーです。最初の頃は。カルメガさんは融合データ分かってるから、ちょっともうあれだね。上級者の階段を登っておりますね。いいことだ。とりあえず赤藤さんは本当始めて間もないんで、そして、ハマってしまうと課金をしてしまうってさっき言ってたから、スタートダッシュを切るために一番手っ取り早い方法を教えます。はい、ここ、レジェンダリーチップ。俺買ってないけどまだこれ、必要性感じなかったから。ここに、金の一番上のチップを15個
入手できるセットがあります。5888いくらだよってなるけど、だいたい1万5000円くらいだっけ？約1万5000円くらい。基本的に防具と装備ってもうレベルが変わったタイミングで、分解しかもう行く道ないんですよ。紫装備を、レジェンダリーコアで、昇格することはできるけど、そのタイミングで中のステータス変わってしまうんで、結果的に、自分らもそうだけど、コアは新しいものを一から作るっていう方向で進めていくんですね。で、レベルが変わったタイミングで、まあ、データにして、分解してデータに変えて、ダブってたら、2つ重ねて、次のレベルのデータに切り替えて、次のデータの足しにするみたいな。それの繰り返しやっていく感じになります。再構築で金がついたんだったら、それを使っていく形になるけど、できるんであれば、再構築は、極力、レジェンドコア、黄色い装備移行でやった方がいい。そう。ただ、最初の頃って金装備もなかなか手に入んないと思うんですよね。チャレンジダンジョンとかも回るんだけど、今、追っかけてる状態だから、すぐレベルが上がっちゃうと、もうどんどん次々っていっちゃうので、あまり早く進みすぎちゃうと、今度耐久がね、根気力だけじゃなくて耐久も追いつかなくて、火ダメがめちゃくちゃでかくなっちゃうんですよ。もうあっさり、自分らがいる前線の今65レベルまで上げることは簡単なんだけど、そのステータスが追いつかなくて、敵だけがめちゃくちゃ強くなっていくみたいな状態になっちゃうから、全然紫も残してもらって全然いいです。ただちょっと、再構築にもその再構築設計図っていうのがないとできないっていうのがあって、できるだけ温存してもらった方が、後々楽なんで、自分がね、ある程度使いやすい、レベル帯、50くらいかな。50くらいのレベルまで温存できんだったら温存して、そこで一気にやった方が、気持ち楽です。自分は50でやったけど、60でまだ装備作り始めてるけど、まだね、自分らは、データの実装された時ってまだ分かってなかったんだよね。どういう風にしたら、引き継げてとか、どういう風に再構築して強化していけばいいかって分かんなかったからあれだけど、今はもう分かってるから、それを最初から分かってたら、無駄に再構築しないで、自分がメインで使うレベル帯の装備の時にできたなってすごい後悔したから、無課金でやるんだったらなおのこと。なので、温存できるんだったら温存しましょう。課金でも補えない場所ってやっぱあって、で、もし課金できるんだったら、シリーズ再構築に関しては、これは、めちゃくちゃ沼なんで、闇が深い一番やっちゃいけないコースなんで、これは絶対買わないでください。買うんだったら、65レベル前線まで来た時に、ある程度強化が終わって、プラスアルファで戦力が欲しい時にやりましょう。お金が無駄です。マジで。レジェンダリーチップのこの課金も高いんだけど、これとか、このエピックバトルスーツの厳選補給っていう、この S 級のバトルスーツパーツが手に入るパック。これに関しては、そもそもが入手する場所が少ないので、早めに S のバトルスーツが欲しいっていう場合には、ぜひ買いましょう。イベントごとで結構お得パックで今後も9枚セットとか来るんですけど、結果100枚必要なんで、もし余裕がある方は買っとくと
大幅に戦力があります。バトルスーツが強いので。ただ、無課金でも強いバトルスーツって存在してて、俺もね、そこまで課金できてないから、まだこの2体は解放できてないんだけど、この今、設定されているセラフィムっていう A 型のバトルスーツは、そうだな、エリート戦場とか、エデンとか、その PVP に絡んでいるコンテンツで手に入るグラナイトメダルっていうので、バトルパーツを交換して入手ができるものになってるんですね。で、これ、正直、S 級並みに強いんですよ。あ、OK です。OK です。まだお時間あるときに全然聞いてください。本当にやることいっぱいあってね、一度に説明するって大変だからね。まあ余裕があるときに、みんな聞いてもらえれば。特に水曜日は一番やることがない日なので、次元イベントがほぼないので、ぜひぜひ、そういう時に、ね、まとめてなんか、今更聞けない、こんなの聞けないやっていうこととか、疑問とかを聞いてもらえたら、まあ、審議応答タイムとして時間を取りますので、ぜひぜひ聞いてください。何か質問ありますか？これどうなんですかねみたいな。一旦パーティー解除するね。覚えることたくさんあるよ。むしろね、やっていくうちに覚えてって、だんだん増えてったから、今は単純にこう日課だねって言ってあっさりやってるけど、正直ね、その日課もね、ちゃんと覚えるまではめちゃくちゃたくさんあるから、なんかうまく、できなくて、なんか30分とか1時間とかかけてたりとかね、全部日課を終わらせるだけで。で、それが終わったら、プラスアルファで探索したり、素材を集めたりってなるので、結構ね、拘束時間が半端ない。とか、えげつない。アスリバって。だから大体、こう、デイリーとか、日課をする時間と、採取とか伐採とかね、自分の装備とか強化をするために必要な素材を取る時間って、ある程度こう、分けてやった方が負担が少なくて済むんでね。最初に結構、ここに何があって、これやるときにはここを見たらいいねっていうのを覚えておくとだいぶ楽になります。なので、わかんないことあれば全然聞いてください。お気軽にどうぞ。何でもいいですよ。まあ自分が一番苦戦したのは、再構築と融合データなんですけど、正直、ギルドに入ってる方だったら、あ、やべえ、忘れてた。ご飯食べに行く忘れた。ギルドに所属してる方は、忘れずにギルド飯食べようね。ご飯。これ食べると、探索してるときに、お腹が減りづらくなったり、健康値が減りづらくなったりするんだけど、このギルド貢献値ももらえるんだよ。250。これもぶっちゃけ強化に必要なものとなってるんで、ぜひぜひ、昼の部と夜の部忘れずに行きましょう。めちゃくちゃ大事、これ。で、2回食べに行けるんだけど、おのおの2時間っていう時間が設定されてて、それ過ぎちゃったらもう食べれないので、で、単純に戦力を上げたいっていう質問であれば、いろいろそのコツ的なものもあるんだけど、まず、ギルドに所属してる方
毎日、安全調査とか、今のギルド飯とか、あるいは曜日別の、狩猟の宴とか、まあ、レスキュー作戦とかやってると思うんだけど、アサルトライフルダメージとか、あと固定されている融合データは入れた方がいいですか？追加攻撃か会心と迷っています。アサルトライフルダメージとか、まあ単純にアサルトを使ってるんだったら入れたらダメージ上がるんだけど、入れれる個数って決まってるんだよね。あ、でもアサルトライフルって青レアか。俺青いデータ入れたことないんだけど、固定にさ、入れるときって、金のデータ1つとエピックデータ2個までしか入れないんだよ。俺青データ入れたことないから、青データはその個数に含まれるのかな？そもそも青いデーを入れたことがない。一応、エピックとレジェンダリーで考えたら、入れるべきものって言ったら、属性か攻撃か会心。その3つとも優先度高いね。その3つとも入れた方がいいね。俺の強化が終わってないやつどれかな？こんな感じか。青は個数関係ないって。俺は属性強化は結構優先度高めにしてる。で、攻撃に関しては再構築でランダムステータスに絶対欲しいけど、固定に関しては、たくさん生産して、最初からついているものを運よく引かない限りは、ものすごい金塊が必要なんで、紫2つと、そしたら、武器に関して言ったら、大体ね、弱点余ダメージ増加とスキル余ダメージ増加を紫入れて、会心入れるんだったら会心を入れた方がいいです。ただ、ステータスを見てもらった方が手っ取り早いんだけど、この招待ステータスのハテナマークを押すと、細かいステータスが見れるんですけど、ここってみんな違くて、おそらくエピックデータの2個は多分みんな同じになると思うんだけど、その青いデータの方は、ここを見て、足りないところを補った方が絶対いいです。特に会心が低いんであれば、まあ会心値でもいいし、会心率でもいいし、どっちもね、入れることはできるんでね。同じ会心率2個は入れれないけど、会心値と会心率は別物扱いなんで、ただ属性と攻撃、会心あるんだったら属性を多くした方がダメージは上がります。単純に。迷おうかな、これ。会心が極端に低すぎてもちょっとダメージは落ちちゃうけど、最初の頃はやっぱり属性値でいいんじゃないかな。カニミガさんは今、レベルっていくつなんだっけ？多分今どの状況にいるから全然違うと思うからさ。一緒やん。一緒じゃん。そしたら属性だね。属性です、属性。全属性強化とエピック別に単体の自分が使っている属性。最近融合データをやりだした。あ、そうなんだね。
属性ってもらえる場所がほんと限られてるから、手と足にエピックの全属性強化を絶対入れたいんだよね。まあ、他で、シールド再構築で金の全属性強化を入れたら、ある程度、属性に対する振り分けがね、しやすくなるから、そしたら会心でも全然いいんだけどさ。できれば最終的に500を目指したいから、俺全然上げてないからまだ300もないんだけど。だから、エピックの全属性強化をつける。で、その空いてるところに2マス余ってるんだったら、自分がメインで使っている属性のデータ、まあ、非属性なり、氷なり。今の画面どこで開けますか？どの画面？この詳細？これ？この詳細は自分のさ、キャラクター画面の詳細ステータスってとこ。なんかちっちゃくね、ハテナマークがあるんだよ。ポチって。属性は上げた方が強いぞ。なんか俺はまだ全然あれだけど、自分のメイン属性が500超えたら、バトルスーツ不要になるぐらい強くなるらしいから。俺は今60装備で外しちゃってるから、ガクッと落ちてて早くね、全属性強化つけたいんだけどさ、いろんなミスを犯しすぎて、つけられなくなっちゃったんだよ。マジ確認怠りすぎて、マジがっかりした。なんか50までさ、10枚で、そのデータをさ、固定につけれたのに、60になったら12枚だったんだよ。マジでそこをさ、確認漏れててさ、あれ足りねえみたいな。やる気出た。やろう、頑張ろう。もっとやる気出る方法は、ガンガン装備を作って、固定に金がついてる装備を出すことだね。パンダもね、60装備来るまで1回も固定についたことなかったんだけど、今回初めてついたのよ。もう配信終わって、寝る前に、ちょっと作っとこうかなと思ってポチポチしてたら、突然ついてさ、思わずガッツポーズしたよね。めっちゃ課金してる人たちはさ、データ単体でさ、集めて、つけることができるから、あれだけど、そこまで課金できない人からしたら、生産で固定に金がついてるってめちゃくちゃすごいことなんだよね。だから1個でもその固定に金がついて、ランダムも金がついてるっていう状態ができたら、めちゃくちゃやる気出るから。いや、めっちゃ戦力上がった。うわ、強いみたいな。いや、もっと強くしたいみたいな。もう欲の塊になるから。自分に素直に、欲望に素直に。ただそこで間違っても課金に走らないように。パンダもね、1個だけだからな、ついたの。自慢。自慢。金色が2つあるっていう。インしてきます。インいってらっしゃい。頑張ってね。よいしょ。そしたら一段落したから、エリート戦場でもやろうかな。今日の日課のエリート戦場2回。
でもなんかやる人、新しく始める人が増えてくれて嬉しいね。でも増えてくれたのに、そのパーティーで周回するような要素がないっていうのがちょっと惜しいなと思っちゃうな。なんか、ほんと100回行って1個出る確率だよぐらいでもいいから、こうみんなでなんか周回してさ、わちゃわちゃできる要素がほんと欲しい。そしたらきっとね、もっとね、モチベーション上がる人も多いと思うんだよな。あとは課金とかしなくても強化できるような素材がね、その周回、めちゃくちゃ周回したことで手に入れば、無課金とかでやってる人ももっと頑張るだろうし。敵いた？属性耐性で火ダメの方がいいと思うよ。属性耐性は無駄ではないんだけど、火ダメージ上げると、まあ単純に硬くなるし、バトルスーツも硬くなる。って。でも、火ダメージめっちゃ上げたいんだよな。最低でも火ダメージ 30% 欲しいな。あれいね。あ、後ろにいた。まあ、ファンダもね、やっぱ分かんないけど結構いろんな人に聞いたりして、情報を集めて、そのトータルで決めてるから、まあ完璧な回答はないんだけどさ、あれどこ行った？だ。あ、違うボタン押しちゃった。まあ言うてでも俺50レベルの時はね、全属性耐性つけてたよ。なぜならデータが集まんなかったから。うお、ヘルベスが現れた。ああ。うわ、めっちゃいる。どんだけいんねん、ここ。
まあ、みんなで情報を出し合って強くなってこうぜ。そうや、さっきギルドのテクノロジーの話しようと思ったら、船井も終わっちゃったな。よっしゃ、道でした。マニーマニーさんは、ギルドのテクノロジーってどこ開けてんの？はい、グラトー。ごめん。なんで最悪キャンセルになった。負けたー。てってってって。奥さん寝てるわ、ここで。何か質問あれば気軽にコメントで教えてね。まあ、パンダも何でも知ってるわけではないけど、わかる範囲であれば。まあ、あくまでパンダ個人の考えだけどね。間違ってることも当然あるし、こうやった方がもっといいよっていうのもあるから、その辺は。おっとっと、あれこれ、やらかしてるわ。これボットだわ。そしてなんかめちゃくちゃラグい動きしてんな、みんな。やってるわ。北はまあ一番長いエリートが始まる。はい、次。ね。マジ、ボット戦のエリート長すぎるって。
いた。え、でも前みたいに一発で死がなくなったんだね、ボットン。めっちゃいるじゃん、なんか。いや、当たってないのこれ。なんかボットが強くなってる。そしてめっちゃいるな。ボットだけど耐久だけ上がったのか。早く終わらんかな、これ。ドミネーティングトリプルキル。多いってもう。オーバースキル、あ、スキルのやつか。使えなくはないけど、使えなくはないよ。単純にスキル上がるから。まあでも、スキル上げるんだったら、全部スキル特化にしないと、そこまで差はないからさ。まあ俺最初の頃スキル使ってたけどね。今はスキルは使わないかな。属性外してそれにしてます。属性の方がいいよ。スキルダメージよりも属性値を増やした方がダメージ上がる。まあ例えばスキル200上がりますっていうんだったら属性200上がった方がダメージは多いよ。単純に。終わったー。長かったー。
オーバースキルって手だよな。これだよね。基本的にだけど、手は、よほどなんかスキル特化にして、ガン積みしてる時以外は全部属性でいいと思うよ。むしろ属性以外つける必要がないと思う。ここしか属性上げとかないから、金になるとスキルダメージと回収を伸ばすか、全属性と回収を伸ばすかの2択になって、はめやすくはなるけど、でもやっぱり属性だと思うわ。ここ金のデータをつけない場合でも、結局自分特化の属性で全部染めるから、スキルダメージ入れるって相当、あれだな。なんだろう。スキルダメージ、さっき見た詳細な場所のスキルダメージが、例えば、俺いくつだ？俺600しかないんだけど、ここが1500ぐらいになりますとか。そんくらい持ってるんだったら、まあ、スキルダメージもワンチャンありなんかなと思うけどね。逆に、全部スキルにしても、ここが、まあ、1000未満とか、1000をちょっと超えるぐらいっていうんだったら、属性に振った方が絶対いいと思う。俺も今ここに、属性強化のやつ、今、データ変えたばっかりつけてないけど、つけたらここも300、400まで持ってくから、俺も多分さ、全部、まあエピックはできないけど、今、金チップの属性と回収が上がるようにしてて、今629じゃん？俺も、あそこ、これ全部外して、ここを、こっちの、スキルダメージと回収上がる方に、全部して、さっきと同じく、全部、6まで上げたとするじゃん。この状態でも、1069なのよ。これ1500ラインも漏れんだったらワンチャンあるけど、デッドバイオ、そっか。無声がな、そこがさ、ブレーって言うんだったらワンチャン、ってなるけど、無声がさ、なんかあれだよな、まだ、活かし方が分かってないよね。単純にスキル倍率が少ないから、だからみんな使ってないんだけど、それがワンチャン修正されたら、あるかもしれんけど、それでも多分、スキルに振ることはないかもしれん。全部、どっちなんだろうな。全部ね、正直スキルに回してる人を一人知ってるけど、今引退しちゃったか、今休眠中かわかんないけど、一人いるのよ。実際にね、スキルガン積みしてる人一人知ってんだけど、その人はめっちゃくちゃ強いけど、この代わり、他の全部のステータス、再構築もそうだし、ステイルの再構築も、全部、そのスキル特化にするためにスキルを揃えてるのよ。逆にそんくらいしないと、あんまりね、火力に反映したいってなっても、全くないわけじゃないけど、そんな大きな差がないっていう。だからめちゃくちゃ大変。その道を進むっていうんだったら俺は応援するけど、ぶっちゃけブレーの方向と無声の方向が全く同じ仕様で、同じ使い方っていうんだったら、属性は一切いらないと思うんでね。
ただ、俺どちらかと言ったら、無声の方向はブレイじゃなくて、なんか使い道的に、なんだろう、連射ができなくなったファルコンみたいな。ちょっと連射ができなくなった誘爆付きのファルコンみたいな意味合いの感じなのよ。だから弱点、余ダメージを伸ばしたいっていう感じで思ってんだよね。もし使うんだったら。まあ必然的に金のチップが必要になってくるけどな。まあ足でも手でもいいんだけど。この弱点余ダメージがついてるやつ。もしくはレンジャーで16%上げて、まだ無声はね、まだわかんねえよな、ぶっちゃけ。非属性って連射できてスタックするのに向いていると思うんですが、無声とか夢みたいに単発中止ので何属性がいいんですか？弓はね、どっちかって言ったら属性付きだよ。まだね、無声がね、まだね、はっきりしてないけど、無声とブレーってスキルも全部似たり寄ったりなんだけど、ブレーに関して言ったら属性いらないのよ。もうなんなら無属性でいい。無属性。無属性で全部残りの無駄なところを全部属性省いて、全部火力に振るっていう。それと全く同じ方法でやるんだったら、属性いらないんだけど、多分無声は多分属性あった方がいいと思うんだよな。だってあんなさ、通常7発しか単発で撃てなくて、スキルヘイストガン積みして延々とデッドアイ撃てるんだったらまだあれだけど、まあ、あるとしたら氷じゃないかな。氷結動きを封じる。で、氷の、まあ、弱点に当たったために、なんだっけ名前。コード見た方が早いな。このさ、誘爆でさ、弱点に命中した時のパーセントで爆発が表示なのか、こう低温で氷結したら爆発するのかっていうので、コード変わるじゃん。で、無声だとさ、どうしても7発単発でさ、金と銀の弾が溜まって、デッドアイが使えるようになって、まあおそらくね、2回は連続で使えるよね。多分3回目のデッドアイって、結局もう一回食べ直さないと使えないから、そのクールタイム中、どうしのぐかっていうのが絶対重要になってくるんだよ。でむしろ、しのぐか、その2回のデッドアイで必ず倒しきるかっていう方向に持ってかなきゃいけないと思うから、絶対爆発系は必須で、誘爆あるよ。なんなら、誘爆した後に連続爆破でもう一回爆発もできるし、なんなら無声の方向にももう一回爆発を起こすってやつもあるからだから爆発タイミングはいっぱいあるよ。無声にもあった。特殊特化かなに爆発を起こすやつがあったはず。起点にできるやつが。だから弱点で爆発、その特殊特化で爆発するんだったら低温入れなくても爆発でなんだっけ、連続爆破ダメージ出すことはできるんだよね。でそこに低温入れたらなおのこと対人とか氷結できる敵だったら結構頻繁に爆発が起きるから結構ダメージは稼げそうな気はしないでもないけど、何分使いづらいんだよなだから俺はおそらく修正入ると思うから、その修正を待ってるんだけど、まあ今現状からどうにか使えるようにしたいなって人が正直いるからさ、今無声頑張ってる人いるからさ、みんな。
俺はもう、簡単な方に真夜中に来ちゃったからさ。氷爆発するんだったら完全に属性に振らないとダメなんだよ。属性が高ければ高いほど凍るから。でもそれ凍らせるんだったら、なんか途中で多分さ、エリナの術使いたくなると思うで。ここまであんだったらこっちの方が強いんじゃねえかっていう誘惑がきっとあると思うよ。うるせえな。めちゃくちゃ期待してたんだけどな、俺も。でも研究楽しいよね。あと、この灼熱を込みの状態の方が、爆発やるんだったらいいから、これもお忘れずに。爆発ダメージを与えた後、自身の範囲ダメージ、アップみたいなやつ。爆破系で組むんだったら、あった方がダメージ上がるよ。あと無声の方向ってそもそも地点なのかっていうのがあるよね。ですね、研究楽しいし、自分が好きな別系キャラの使う武器と国士似てるのか。俺はずっとね、ファルコン使ってファルコンにはまって、ファルコンに染まってしまったからね、めっちゃ今使いづらいんよ。使いづらいけどダメージが出しやすいからって理由だけで真夜中使ってるけど、本当はファルコン使いたい。個人で一人でずっとやってるんだったらファルコンでいいんだけど、今ギルドに入ってみんなでさ、ランキング目指そうとかダメージ出そうとかいうので、やってるから、ある程度ね、そのダメージとかの貢献できる、まあ、貢献しやすい武器で今やってる。やっぱり個人の目標も大事だけどさ、そういうギルドとかでさ、みんなでこう、達成する目標もやっぱ大事やからさ。いろいろ教えても助かってます。でもね、パンダ言ってることね、ちょいちょい間違ってることもあるからさ。なんか、惜しいけどこっちの方がいいんじゃねってのもあるし、そもそもそれ認識間違ってんじゃないのってのもあるから、あくまで参考程度にしてね。パンダもやっぱりこういろんな人から聞いて、なんか、っていうのがやっぱあるんだよ。みんなすごい強い人が使ってるやつを聞いたりとか、こういう理由でってやっぱその自分よりも上のさ、その20万台とかの武装を持ってる人たちからいろいろ話聞いたりしても、でもそれはこうじゃないって思うことがやっぱあるんだよね。もうだって使ってるさ、そのチップの量とか、再構築とか、シールド強化とか、バトルスーツ何体解放してるかとか、全然違うじゃん。だから全く同じことやっても、逆に弱くなることがあるんだよ。だから人の真似して、なんか火力出るかってまずやって、出ればいいけど、出なかった時は、そのコードを組み替えて、で、ステータスを確認して、自分に何が足りないからダメージ出ないのかっていうのを、すごい研究するのがめちゃくちゃ楽しいよ。だから、俺が言ってて、俺はこう出てるよって言っても、一切それをやってみたら、なんか、いまいちダメージ出ないなとか、結構あって、結構ね、言われるから、俺。それ違くねとかさ、この前聞いたやつなんか違かったよってめっちゃ言われるから、自分、使うのは自分なので判断します。そう、それがいい。ただ周りに話しながら研究したりできる人いないのでありがたい。そうなんだよね。まあ、なんか強い人はいっぱいいるんだけど、やっぱ強い人たちは強い人たちの悩みが違うんだよ、まず。見てるところが違うから。だから大体同じぐらいとか
同じ目線で話ができる人ってめちゃくちゃ大事なんだけど、なかなかいないんだよ。あとは自分たち同じ位置にいるのに、上を目指して上の人とだけ話す人とかもやっぱいてさ、なんか情報が結構秘密主義者が多くて、共有できなかったりとかもするし。だから今、ゲーム内はゲーム内で結構グループチャットとか作ったりしてるんだけど、やっぱりこう、パンダはパンダでさ、せっかく配信してるから、今みたいにこう配信に来てくれる人、まあ、サーバー問わずね、配信で交流を持ってる人だけを招待するサーバーを作ったのよ。そうすると配信が終わっても、ぶっちゃけ、あの話聞いてからこうやってみたんですよ。これどうですかねとかさ、話できるじゃん。ディスコードとか。何かここわかんなくて知りたいんですけどって言ったら、画像を載せることもできるし。なんかボイスチャットとかでダベリナが探索とか、みたいな研究。そうそう、パンダもそうなのよ。だから配信始まる前とか、結構今、そのサーバーに招待した人と、喋りながらやったりとかしてるけど、でも基本的にみんな、昼間は仕事の人が多いから、結局、夜の時間帯俺配信してるじゃんだから夜配信をどっから休みの日作って、そういう時にやったりとかしようかなと思ってるから、今は、まあ、交流がある人の中から、まあそういう希望する人を探して、まあ招待する期間にしてる。マジね、話しながらやっぱ楽しいよね。自分一人で黙々とやるのもやっぱ楽しいけど、いろいろこう話しながらできるっていうのも、やっぱりね、違う環境になるだけで全然モチベ変わるし。レモトラオさん遊びに来るかいサーバー。今4人か5人からで活動してるけど。そう、概要欄にね、貼り付けしようかなと思ったんだよね、サーバーの。どうしよう、希望者いるかどうかがわかんないから、何でもかんでもみんな来ちゃうと、おかしくなっちゃうから、とりあえず最低限コミュニケーションが取れてる人を招待しようと思ってんだよね。配信とかで、こう話がちゃんとできてる人とか、まあ単純に同じサーバーでいつも遊んでる人でもいいし、サーバー違くても、こう、ちゃんとね、話ができる人。ただなんかこう人数だけ増やすっていうのをしたいわけじゃないから、まあ一緒に遊ぶのはサーバーが一緒じゃないとできないけど、何か考察とかさ、そういうのは別にサーバーしなくてもできるから、別にそこはいいと思うんだよね。あくまで俺はその、招集制サーバー限定じゃなくて、あくまでこの配信、パンダの配信に集まってくれてる人のサーバーを作ってるわけだから、全然そこはね、遊べないから嫌だっていうのであれば、別に無理する必要はないんだけど、単純にそのみんなとこう交流してさ、意見交換とかしてっていうんだったら全然いいと思う。戻りました。お帰り。今度は操作性を参考にさせていただきます。パンダもね、配信やってって、おのおのこうね、勉強しながらやってるんだけど、なんか、最終的にね、自分が配信者としてやったからこそ出会えた人がいて、その出会えた人のコミュニティを作りたいっていうのが一つの目標にあるから、まあそれが遊び場を起点にできたんだったら、それはそれでいいかなと思ってやってるんで、もしね、よかったら遊びにおいで。加藤さんはマジでやることがいっぱいあるからね、俺何から説明していいか正直わかんねえんだよな。一気にやること増えると結構大変だからさ。だからこう、やるとき質問ベースで来てくれたら、それはこうだよっていうのは楽なんだけど。
あとは父さんがどのくらいの課金を予定にしてるのかでも変わってくるね。なんか今強くなる方法を選択するのか、この先65とかみんなと同じレベルタイムに上がった時に強さを発揮する方がいいのかで変わってくるんだよ。今強くなる方法を選ぶと結構無駄になることが多い。今だけ強くなるけど。そしたら根本的なステータスを上げれる方がレベルが上がった時に維持できるから、それを。まずはサバイバルゲームになりたいです。そりゃそうだね。それはもうね、もう探索しまくるしかねえな、まず。基本操作は探索でしながら敵を倒して慣れてって、で、さらに、もうなんだろう、デイリーダンジョンとかさっきのチャレンジダンジョンもそうだけど、いろんなところで、強い敵がいるところ、とっさに判断で回避したり、攻撃したり、で、基本大体頭に弱点スポットがあるから、その弱点を狙いながら、なおかつ敵の攻撃を避けつつどうしたらいいかとか、結構ね、もうバカず踏んでいくしかない。スマホより iPad の方が操作性ははるかにいいから、デッドアイは弱点必中なので弱点とかがいいよね。いいと思う。弱点とか伸ばせるんだったら。ただ、命中がね、6発ずつだからさ、それがなかなか活かしきれるのかっていう、ちょっと、あれよな。iPad 古いやつなので画質悪い。あ、そうなんだ。それでも画面がでかい分やりやすいと思うぜ、きっと。自分 iPad 画質の悪さにびっくりしました。サバイバルゲーム慣れてないんで、だからハエが飛び回ってた。それは俺もある。むしろ最初、ハエが飛んでることがなんで飛んでるかも分かってなかったから、ずっとそのままいたよ。なんかお腹が空いてる。で、ずーっとグーグーってなってて、なんでお腹空いてんのって。で、今度喉が渇きました。水ないんだけど、みたいな。で、川の水飲んだらお腹壊しました。ってなって。俺も初めてやったからな。マイキーさん、自分ハエがたかったままリアルで5日間放置してました。リアルでハエたかってたってやばくない？どういう状況？サバイバルゲームってこんなにリアルなんだって思いました。俺他のゲームやったことないからわかんないけど、でもアスリバに関して言うんだったら、なんていうの、本当のサバイバル感って最初だけなのよ。
最初はほんとさ、食べ物もなくて、お腹空いてて、あ、どうするどうするみたいな感じでさ、死にかけてる状態が多かったけど、徐々に、なんだろう、食材不足とか、そういうのが改善していって、最終的にもう何も気にしないぐらいまで、すごい楽になってくからさ。ゲームにハエがたかったままリアルで5日間気づかないで放置。あ、そういうことか。ゲームでね、リアルじゃなくてね、じゃあ、現実世界じゃなくてゲーム内で放置してたのね。びっくりしたわ。リアルでハエがたかったまま5日間で、どういうこととか思って。もう、想像したらすごかったよ。何事みたいな。まあ、それはあれよね。ほんと最初だけだよね。笑って。最初マジでさ、食料集めるのも大変だったしさ、飲み物つけたらどうするみたいなのあったけど、ある程度済んだらさ、なんだろう、シェルターとかで、食料の、まあ、元なる麦とかさ、作れてさ、ご飯困んなくなるし、飲み物もちゃんと水携帯してるし、まあ、お風呂とかは最初はないから、川とかで体洗ったりとかさ、なんかサバイバル感が一気になくなるよね。まあ、ほんと近未来って感じ。なんか、急激な進化を、なんか、ものすごいペースで進化してる感じがさ、なんか、逆に本当にサバイバル感を薄めていってるっていう。まあ、それはそれでさ、他の時間を避けるからいいんだけど、最初と今では全然違う。なんて言ったって、素材を集めなきゃ普通は作れないのに、アスリバは電力で作れるから。一回作りさえすれば、次から電力で作れるから。マジで近未来だよ。なんかすんげえ可愛い服着てる人いるな。あ、ベースボールの女の子バージョンか。いいなぁ。なんか女の子の方がなんか、デザインが良くて。男性の衣装って本当あれだもんな。なんか、コード。あ、変わった？もう、終わった。精鋭の試練行って頑張ってダメージを出してこよう。今は体調管理もバッテリー管理もできてないです。そう、最初大変なんだよ、ほんと。最初ってさ、何をくれんだっけ？あ、そうか、食品ケア送れないんだ。食べ物系送れたら一番いいのにな。てか、これあったわ。あげなきゃいかん。
誰にしようかな。そういえば、赤藤さんの日頃のそのデイリーを消化するときとかに、ちょっとさ、何しようかって時に起点にしてほしいんだけど、このバトルパスのさ、上の方に、デイリーチャレンジとウィークリーチャレンジ、シーズンチャレンジっていう項目があってさ、ここに各々、これを達成したらポイントがもらえるよっていうやつがあるから、これも見てほしいんだよね。まあこれも、課金で、バトルパス買うと報酬がいっぱいもらえるから、まだパンダ開放してないからもらえないけど、結構ね、いっぱい素材がもらえる。強化に関してももらえるし。確認してきますって。めっちゃ大事。まあこればっかりはね、完全無課金の方はあれだけど、それでも上はもらえるから、通常版の方は。課金するとこの上級がもらえるようになるっていうだけで。よいしょ。まあ何にしろアサリバはね、やることがいっぱいあるから、ほんと。融合について無知な時、データ売りさばいてた。まあ俺もしてたよ。なんか、どうせさ、集まんねえよなって言ってたけど、よくよく考えたら、売らなかったら集まってるんよ。わりかし、なんか思ってたより入手できるんだなっていうのを後で知って、ただ最初の頃は、俺どちらかといったら最高軸はやってたけど、そのデータ融合とかをあんまやらずに、探索めっちゃ頑張ってたのよ。俺の場合。だから他の一緒に始めた人たちよりも、100% にするの早かったし、今は全部 100% だし。だからそれを全部踏まえて、今回の60装備は売らずに、まあいらないやつっていうかどうしても欲しいやつがあって、ちょっと金貨に変えたけど、基本必須なやつは売らずに貯めてて、まあある程度ね、準備も、まあ前回よりは早い。ただ唯一間違った点は、10個じゃなくて12個で、一つのデータが、変更できるっていうのを、確認漏れしてて、ちょっと今バタバタしとる。だから来週まで、新しいチャレンジャー行くまで、現状維持かもしれんな。マジでさ、もう全部手に当ててるからな。属性強化はあと2枚で1箇所はつけれるけど、4ダメージもつけたいし。なんなら、せっかくさ、ウルトラのグローブ作ったのに再構築で回す分、他に回しちゃった分なくて、できてないから。ていうか1個売れないんだよな。このスペースグローブ片方2個出品してさ、1個売れたんだけどさ、こっち売れないんだよ。
この弱めに増加がついてるやつ。悲しいことに。一生懸命さ、めっちゃ再構築頑張ったのにさ、このダイヤマークつけるためだけにすげえ頑張ったのに。だから、売れないから、これをもう分解しちゃって、再構築設計図に変えて、おそらく100、よくて200枚ぐらいもらえるから、それを自分が持ってるウルトラのグローブに差し込んで、やってもいいかな。ちょっと欲を出しすぎたよな、多分。片方30万で売れたから、まあ27万ぐらい返ってきたとして、こっち別に15万で売れなくて10万で売れたっていうんだったら、結局9万とか8万しか返ってこないから、それだったら別に最高チケットでいいと思うんだよな。そうしよう。別にフォローもされてないし。今ログインしたらめちゃくちゃシェルターされてました。あ、侵略されるからね。無人島は。そうなんですよ。無人島は侵略されるんですよ。あ、300も来るわ。300はでかいな。初めてでめちゃくちゃ怖かったです。毎回同じ時間に来るから。決まった時間に。はい。お、全属性強化来たじゃん。攻撃HP。これあれじゃない？全属性強化差し込めんじゃないかい？足に。あ、足んねかった。あれ？ん？あれ、全属性強化もらったよな。あれ？ 10 枚しかなかったんだっけか。あと1枚。まあ、いっか。再構築成功すれば、なんとかなる。よし、再構築タイムだで。329枚。これで、金が出てくれたら交換する。金来ねえかな？金来い、金。唐突に始まった再構築。急に始まった。こうやったら再構築設計図を使って、上の4つは固定で動かないんだけど、下についているさらに3つね、ランダムでつけることができるんですよ。で、そこで今、金のステータスがつくまで回そうとしてる。ガチャタイム。運が良かったらつくし、運悪かったらつかないし。で、上の固定の4つに関しては、内容は変わんないんだけど、横のステータスの数値が上昇したり、下がったり上がったり繰り返すんで、まあ一番いいところで止めれたらいいねっていう感じで。なんなら非属性強化ついてんだね、これね。非属性強くなれるよ、これだったら。なんかつかなそうだなこれ。ついたとしてもさ、3. 何パーつきそうだよ。
せめて4%だったら、まあ、しばらくこれ使うことになるけど、3%きついよな。まあ、ないよりはマシだけど。これはそうだな、これ。なんかあれも来ないもんね。フルステータス。フルステータスの全部埋まることもないから、なんか、金なんかよほど来ない、よほど運が良くないと来なそう。ほら、金来い。来るんだ。金。来てくれ。お願いします。あ、絶対来ない、これ。もう、これダメなやつだ。あ、フルス来た、フルステ。スキル兵士とスキルダメージ、弱点ダメージ、弱点ダメージ。これはこれでいいけどな、俺。これはこれで俺いいけどな。マジでマジ来ないの？金、連続性強化。やばい、チャンスがどんどんなくなっていく。やばい。トータル400超えてる。来い、そろそろ来てもいいんじゃないか？ダメだった。もうないよな、今日。暁ポイントもない。結果ダメでした。くそー。もう地道にやるしかないな。今週分もらえるとこなんもないもんな。なんてこったい。あと1時間ちょっとしたら、30万、差し引き27万ぐらい入ってくるわ。昨日売れたやつ。ウルトラスペースグローブ何もないのに100万すんだけど。高っ。これはいいや。なんか22時間後に入るらしい。だから、売れたーって喜んででも22時間待たなきゃいけないんだよ。HP、シールド。でも 7.6 が最低値だからさ。いまいちだな。なんもねえな。なんもねえな。だ。4%。まあこれはこれでいいかもね。非属性強化もついて。でもこれだけで53万って高くね？めっちゃ高いぜ。
高いな。これでさ、59万出すなら俺さ、30万で売ったのさ、めっちゃ安かったんじゃない俺。安く出しすぎちゃったんじゃないの？まあいいけど別に。いいけども。再構築、ほんと運ないな、俺。再構築だけ。せめて金ついたらな。3.1 がつくことはないと思うから、金ついたら入れ替えて、こいつを分解して、で、連続性強化を足につければよかったんだよな。この服がな、服の代わりになるものがあったら入れ替えたんだけどな。どうせ HP だし。これ1000回回してるから、おそらく600ぐらい返ってくるから、余ダメージでしょ？余ダメージ、非ダメージ軽減。ああ、でも、非ダメージもついてんのか。下がるステータスが大きすぎるな。まもなく9時半。今日なんもないんだよね。なんもないから、安らぎ終わった後何もエアドロップで最後だし。今日の日課はすべて終わりましたね。よいしょ。みんな今何やってるんだい？今日ぐらいだね。多分毎週水曜日は完璧雑談の日でもいいぐらいだね。だから通常はね、いろいろ、ね、デイリーとか全部終わらせた後に配信したとしても、ギルドのね、イベントがあるから、そっち、まあ話はできるけどね。こんなね、何もなくて、まったりできるのは水曜日だけなんで、今のところ。何か質問はありませんか？まったりいいねってね。今くらいだよ。何か聞きたいことあったら、どんどん聞いてね。チップでつけたら外せるよ。何回でも外せるよ。なんならチップも、その箇所によって何種類かあるんだけど、その種類も何回でも取り外せるし、何回でも変更できる。昔はできなかった、最初は。スタート直後はそれ1回決めたらもう、できなかったんだけど、途中で仕様が変わって、なんか自由に取り外してきて変更もできるようになったんだよ。今はもう何回でも取り外しできるからいくらでも。再構築ってみんな何回ぐらいやるんでしょう？何を目指してるから言うんじゃない？で俺の周りの人みんな5000回ぐらいやってるよ。
もう再構築設計図貯金してんじゃねえってくらいやってるわ。再構築ってさ、一回、昇格15で回せるのよ。だからみんなさ、再構築設計図で貯めて回すじゃなくて、もう課金して昇格で回してるからさ、回せる人はもう永遠と回してんだよね、当たるまで。で結果5000円くらいさ、回しててさ、で、次のレベル帯になった時に、それを分解するから、まあ5000使ったやつに対して、なんか2、3000分返ってくるみたいなさ。で、今度は、その再構築設計図で回して、出れば終わりだし、出なかったらまた課金して、その昇格で回すみたいな。そういう感じだもんね、みんな。周りの人たちは。俺そんなできないけど。だから今の俺みたいに、その、再構築設計図がなくて、再構築できないとモヤモヤすることがなくて、俺はそっちめっちゃやりたいけどね。なくて回せなくてモヤモヤしてるのに、課金してる人たちはもうそんなの待ってらんねえよってみんなやってるから。でも平均3000ぐらいって言ったらね。まずランダムステータスのところに、金のステータスをつけることがまずスタートになるんだけど、まあ、武器とグローブ、ブーツに関しては根気しかないから、まず根気をつける。で、ついたとして、それが 4. 点何パーとかで満足いくんだったら、そこでストップっていう人もいれば、エピックと金がセットでついて初めて終了。で終了タイミングでちゃんと 4% 以上超えてるかどうかってので、もう超えてなかったらもう一回やり直しみたいな。エピックと金がつくまでみたいな。みんなそんだけやってるのよ。当然だから普通に3000とか5000とか行く人がいてもおかしくない。俺はもう金ついたら金で OK だけどな。その代わり固定に金ついたらいいなっていうので、順番に作ってって、余ったやつは、まあ他の固定にないやつを探すけど。ほへーって。そう、課金してる人たちはね、いくらでもね、できるからね。いくらでもできるのかな。だから多分だから赤藤さんも、だから課金ができるっていう、その範囲はわからんけど、まあ無理のない範囲でやったとして、絶対必要になってくるとチップ必要だよね、まず。金のチップって必要になってくるけど、金のだけで埋めるって相当な符号じゃない限り一気にすることはできないから、絶対青いチップの場所と紫のチップの場所と金のチップの場所っていうのは分かれてくるんだよね。だから課金できるんだったら、まあスタートダッシュとしてはだいぶいい滑り出しができる。金のチップがあるだけで。で、それと同時進行で、バトルスーツパーツを手に入れるために、さっき紹介してた、リリース特典パックのとこの2種類を買って、まあ、今後イベント来るであろう、そのタイミングの、まあ、お得パックで、まあ、揃えていく。もしくは、月曜、木曜と日曜か。まあ、月木は、ギルド入ってる人の、まあ、専用のイベントの城の宴っていうのがあって、で、日曜日はギルド戦。で、その条件を達成すると、その宴とギルド戦の後に、ギルドオークションとワールドオークションっていうのがあって、そこに出品されるんですよ。その、レジェンダリーチップの選択箱とか、もしくはエピックからレジェンダリーにする昇格キーとか、バトルパーツの、その、アイススーツのそのパーツとか、で、それは全部昇格でしか買えないもので、まあ全く同じものに、まあ他の人も注目したら、入札して、入札金額が高かった人が買うみたいな。プールパーティーのご出動課金なのであった時から、まあ確かにね。まあそれはおいおい変わりそうだけどね。せっかくのギルドイベントの一つなのに。まあもしくは、その無課金層、無課金層、
課金層っていうのが、まあ、いることを前提で、まあ、課金層の人がおそらくやるであろうみたいな前提のもとなのかもしれないね。まあ、何を基準に考えてるかは分からんから。でもやんなくてももらえるからね。その課金のやつでポイント使って、ご飯、まあ、料理を出さないと、全然もらえませんだったらちょっとあれだったけど、まあやんなくてももらえるから、ただもらえる確率が増えるよってだけだから、まあ全然いいと思う、あれは。まあ結果的にプールパーティーが増えたことで、今までの、昔は、今はないけど AR 訓練があった時と比べても、ギルド貢献値を獲得量は確実に増えてるから、これはありがたい、まあ、ギルドコンテンツとして受け取ってるけどな。それでだいぶ強化できるペースが上がったよね。テクノロジーの。そうだ、思い出した、テクノロジー。そう、さっき言おうと思って忘れちゃったわ。このさ、ギルドテクノロジーみんなどれ上げてる？俺最初の頃は何も考えて上げてたんだけど、途中からちゃんとさ、いろんな人に聞いたりして考えながら上げ始めて、だいぶまばらになってんだけど、一番上はもう何も考えなくて無条件で、上げれる時に上げれるだけ上げたらいいんだけど、もう要求数が少ないから、ただ2段目から上げるときは考えてあげないと結構だいぶ損しちゃうから、それで結構ね、育成度合いが周りの人と差がついたりする要因になってる、ここが。何があるかって言ったら、まず、これ紫の軍事技術のところにあるのが、通常余ダメージ増加、通常被ダメージ軽減、スキル余ダメージ増加、スキル被ダメージ軽減って一番今さ、上げやすく上げとけば、まあ単純にあれだよね。PVP も PVE でも役に立つスキルはここに固まってるんだよ。俺はいつも通常余ダメージとスキル余ダメージだけ先にやってて、この軽減系あんまり手つけなかったんだけど、今一生懸命上げてるとこなんだけどさ、ここは上げた方が当然いい。ただ火力だけを先に上げたいっていうんであれば、その下にここに会心率と全属性強化があるから、ここを優先してあげたら、まあ、全体的な火力としては一番目で見て分かりやすい結果が出るとこだと思っている。まあ、単純に会心上げるならね、いっぱいあるんだけどね。ここに会心値も結果的に実数値だけど、パーセンテージ直したら結構漏れる要素だから、ここも大事なところになってくるし、弱点ダメージも実数値で上げて、パーセントでね、結果的に上げることができるから、ここの上げ方一つで、全く同じレベル帯で、だいたい、全く同じ、武装戦力も一緒なのになぜかダメージの出方違うよっていう人は、ここにもしかしたら違うかもしれない。完全特化で、上げるとこ決めて、全突破してるかもしれないから、そうすると。だから結構大事です。このテクノロジー。ただ上げるときに、そのギルド貢献値が必要になってくるから、まあ、毎日のね、日課としてギルドの、まあ、ギルド飯を食べたりとか、まあ、一番もらえるのはやっぱり宴とか、レスキュー作戦とか、ギルド戦とか、まあ、1000以上の獲得数が見込めるところを確実にやって貯めて、上げてるかどうかっていうところにね、いるからね。まあ、日々の努力だね、これね。間違いなく毎日こなすところをちゃんとやってるっていう。
ほんとやることいっぱいあるんだよな。まあ一度に何か言ってもね、なかなかね、頭に残らないからね。まあとりあえず赤党さんに関しては、まずエリアのマップ探索をしてワープポイントを解放しよう。まず。ワープポイント解放して歩いてたら、そのマップ、どこに何があって、ここに行くためにはどうしたらいいみたいのがわかるから、まあ一回解放したらワープですぐ飛べるし。まずそこから始めましょう。で、おいおい必要な素材を貯めるときとかに探索とかして、まあ、木を切ったり、石を掘ったり、探索しつつレベル上げサバイバルゲーム慣れしてきますって。そう、それが一番ベース、最初は。めっちゃ上がるから、本当に。探索するだけでももらえるのよ、経験値。ペットも育てられるし。あとテレポート、そう、テレポート起動。テレポート起動しとけば、いざ行くときにすぐ行けるからね。ほんと探索も大変だから、で、探索ついでに宝箱探して、採取とか伐採ついでに、たまにね、ここまでに宝箱出てくるから、その宝箱の中にも強化に使える素材があったりもするんで、まあ、一気にやると大変だから、あんまりね、気を張り詰まず、ゆっくりとまったりと楽しんでやっていただけたらと思います。まあ、どのマップを探索してるか俺は分からんけど、まあ、マップ開いたらここにさ、書いてあるからさ、テレポートがどこにあるかも見れるし、クリアしなきゃいけないエリア封鎖されてる場所も、強敵のボスのエリアもわかるし、大体はわかるんで、まあマップ開放、このワープポイントを開放するときに、ついでに、この絶景、なんか景色をさ、なんか巡るやつもあるから、これも一緒にやったらいいかなと思います。何回も行ったり来たりしなきゃいけなくなるから。まあこれは気長に。ちなみになんだけど、この探索するときに、今は使う必要ないけど、取引所の連盟ストアっていうところに、この探索メダルショップっていうのがあって、ここの探索物資に、各今の出ているエリアマップの操作機っていうのが売ってるんですね。で、この操作機を1個使うと、1個につき1箇所のまだ見つかってない宝箱とか、その、次元宣言訓練の場所とか、1箇所教えてくれるんですよ。だからこれを、ポイントに余裕があるんだったら、まあ毎日1個ずつしか買えないから、まあ全部買っといて後に回してもいいし、自分はここだけでいいってなったら、その決めた場所だけ買っておいて、まあ、この探査機の数イコール残り何個残していいよっていうような感じで。あとこれ使えば終わるみたいな。でも1日1個しか買えないから、まあ買っといた方が楽です。正直。まあこれはもうね、全部のエリア開放されて多分あると思うから、多分買えるよな、開放行ってなくても。最初に買っといたらね、いざ到着した時にすぐ使えるから。
わりかし探索も楽かな。特にペガサス号とか、めちゃくちゃなんか隠れてるからさ、あっちこっちに。まあ他にもね、これ買った方がいいよっていうのも結構あるんだけどね。全部言ったところで、ただ単に頭パンクしちゃうから。だって金塊ってまだないよね。そんなに。このストアの中に、金塊厳選っていう項目があって、そこに、バトルスーツの、まあ、要はスキル、根気を上げるための強化素材と、紫のエピックチップ、さっき言った青いチップと紫チップって言ってた、紫のチップが、金塊で買えるんですよ。ない ?OK。これはおいおいね、買えるようになったら買いましょう、ここにあるやつを。まあ、日課の一環としてね。で、その金塊の貯め方って、その探索で宝箱を見つけてそこから出す方法と、今日やったデイリーダンジョンとか、あと、4人で行く、その、物資輸送とかで、報酬としてもらえるので、まあそこを貯める。あとは、取引所に、普段は購入で自分が買う側なんだけど、売却ってあって、ここで自分の持っている素材とかを出品して売ることができるので、誰かに買ってもらったら、その分が自分の、まあ、収入源になります。まあ、売れば売るほど金塊が増えて、まあ、その金塊でまた自分の必要なものを買えるっていうような、なってるので。で、そのエリアによって、その、売れるものとか変わってくるので、まあ、その都度ね、自分でこの購入をして、何が高いかなっていうのを見れるんで、木材だったら、例えばラテックスが1個、最低値が今147で、一番高くて158、金塊で1個売却できるよっていう状態。じゃあ単純に20個持ってきて出品してくれたらいくら入るのみたいな。っていうような感じで、探索の合間合間に売れそうな素材をね、集めることも大事になってきます。ていうかめっちゃ大事。うん。そしてこの素材とかが結果的に自分の防具とかを生産するときに必須素材だったり、ステータスを上げるために必要な素材だったりもするので、まあ、探索は大事です。ただ探索中に、アイテムを1個拾うたんびに、スタミナが消費されていって、スタミナが無限じゃないので、ゼロになってしまうと、何も拾えなくなってしまうっていうね、ちょっと、やりづらい仕様もあるので、何でもかんでも掘ってしまうのも、ちょっと注意しなきゃいけない箇所ではあります。ちょっと面倒だよね。スタミナなくしてくれたらめちゃくちゃね、あれも欲しい、これも欲しいできるんだけど。まあ、その都度聞いてください。これどうなんですか？これやってみました。でもこっちどうですか？みたいな。基本的に同じ時間帯に配信してるので、まあ、何か違うことやってたとしても、質問はね、全然して大丈夫なので、気軽に聞いていただけたらと思います。多分こんだけまったりしてるのは水曜日だけだと思う。何もない。水曜日だけなんですよ、何もない日が。それ以外はみんなね、時間限定とか決まった時間にギルドイベントがあったりとかして違うことやったりするんで、まあ何かしらね、やってるかもしれないけど、別にコメントを打ってくれたら、見えてるので、全然質問は OK です。一緒に遊べない残念だ。もうサーバー、もう変えるしかないです、それは。新しいアカウント作るしかない。それか、いつか
で、いつかって言ってもな、巨大惑星とかにいる人だと、最後の最後まで残りそうだからな。超新星と巨大惑星って。一番できいからな。ただ、超新星が一番最初にできたから、その全サーバー統合するってなって、残るのは超新星サーバーだと思うけど、それまでは今4つあるから、それが2個になるよって言ったら、超新星サーバーと巨大惑星だと思うから、さあどうなるのって感じだよね。多分4ヶ月目ぐらいでサーバー統合だから、わりかし早かったよね、判断はね。まあ、これ以上伸びても、まあ人が減るだけだから。ただサーバー統合したけど、正直、なんかあんま変わってない。あんま変わってない。確かに人口は増えたかもしれんけど、その、コンテンツが全然マッチングしなくてできなかったりとか、あとはその究極クイズの報酬の金塊が増えるどころかむしろ減ってるっていうね。あれおかしいな、みたいな状態があるから。だから半年だね。半年目。あと2ヶ月後。2ヶ月経つまでにいろいろイベントがあるとは思うけど、何か大きなアップデートとかがあるのが大体半年後あたりだと思うから、その時に何か来てくれることを祈って、それまで頑張って強化を進めていく感じでいきましょうかね。っていうか、ハロウィンイベントあんのかな？なんかハロウィン衣装とかあったら欲しいんだけど。かぼちゃでもいいし。なんかかぼちゃの衣装とか欲しいな。かぼちゃの頭とか。なんかないかな。絶対なんかガチのコスプレ衣装着そうだな、女の子の方は。なんか男の方はなんか、狼男とか吸血鬼とか着てさ、そういうの稼ぎ時着そうだよね。夏は夏でなんか水着とか着て終わって今、なんか特にイベントやってないけど新しい衣装が着て、でまた厳選ガチャが来そう。また。せめてボックスガチャの方にしてほしいよな。厳選ガチャじゃなくて。まあ、どっちも一応天井みたいなのあって、運が良ければ早めに当たるんだけど、額がでけえ。なんかもうちょっと減らしてほしいよね。課金は課金で必要としても、その何個中何個が当たりっていう、その外れ枠を減らしてくれるだけでも全然違うし、まあ、天井を低めにしてくれてもいいしね。一回ごと当たったらリセットでもう一回この個数まで天井ですでもいいから。じゃないとさ、すげえ出費進むじゃん。厳選ガチャでさ、どうしても衣装欲しくてやってる人ってさ、何回も何回も天井してさ、まあ、軽く2、30使ってるんでしょあれ。厳選ガチャだって、1回100って言ったら10連で単純に1000使ってるじゃん。で、天井50か60で天井でしょ？相当使ってるよな。30は言い過ぎたな。15万くらいか。15万くらいから15万めちゃくちゃ大金だよな。まあ、そんなイベントもありながら、おそらく無課金でも手に入れやすい何かチャンスくらいはくれると思うんでね。ランダムで出るやつはさすがに課金迷います。あ、ウルトラ連盟補給でも、
まあ今回せとは言わんけど、初期の人はみんな回してたんだよ。S のバトルスーツパーツが手に入る手段って、リリース記念の2種類のパックだけだったんだよね。だからみんな、あれを買った後に、そのウルトラ連盟補給のランダムのやつを買って、ガン回しして、S 解放してたのみんな。今は、そのイベントが来た時に、その、なんだろう、お得パックみたいな感じで、レジェンダリーチップと、その S のバトルスーツパーツが入ったパックが出るようになったから、またちょっと入手経路は増えたんだけど、でも結局、そういうの全部買い終わって足りないってなったら、まあ、ウルトラ連盟補給を回すか、オークションかな。週2回の宴か、ギルド戦が終わった後に並ぶオークションで買うしかなくて、まあ、オークションの方が、まあ確実だよね。安く買えるのか高く買えるかわかんないけど、でも確実に手に入る場所ではあるから。まあ課金をして、なるべく抑え気味にやるんだったらオークションがいいね。無駄に変なやつが出て、がっかりすることはないから。ただ連盟補給のいい点でもあり悪い点でもあるんだけど、金塊が結構手に入るんよ。で、金塊ってさっきも言った通り、取引所でいろいろ買うための通貨になるんだけど、完成した装備を買うこともできるわけよ。一生懸命、再構築とかで、その金色のステータスを出すことに必死になってみんなやってんだけど、その金色のステータスがついた状態で出品されることがあって、自分でそれをやろうと思ったら、その再構築チケット一体何枚必要で何回やんなきゃいけないんだっていうのを考えたら、なんか100万金塊とか200万金塊で買えるんだったら、安い買い物だっていう場合が結構あって、そのためにみんな金塊貯めてるんだよね。いっぱい素材を集めてきて出品してみたいな。だからそれが課金で補えるっていうことで、一番金塊が集めやすいっていうのがやっぱりオークションとかで買ったものを売って金塊に変えて手元に残して、いざという時買うっていう方法なんだけど、まあ、課金ありきになるとね、また話が変わってくるから、もしね、課金してても戦力上げたいっていうんだったら、だいたい毎月こんくらい課金してますってこっそり教えて。こっそり。だいたい毎月こんくらいは課金しようと思ってますって。まあ、どっちにしろ多分俺一番最初に言うのはバトルスーツ先に手に入れた方がいいんじゃねっていう。一体だけね。一体目だけ、とりあえず早々に手に入れて、で、次に金のチップを、まあ、少しずつ集めていくみたいなね。で、ウルトラ連盟補給は結局課金要素なんだけど、もう一個エピックのその連盟補給もあるのよ。そっちは青い方の石で買えるんだけど、そっちもエピックチップと、あとペット券とか手に入るから、正直優先度は低めだけど、やっとけばやった分だけマジで結果につながる。まあ、大変だよね。もうどんだけ強化する箇所あんだよってぐらいあるから、まだ言ってないやつあるからね、まだ。まだ言ってないやつあるから、強化する箇所で。だからまずは基本操作とか基本的な遊び方っていうのをやってみて、自分に合うか合わないかっていうのを判断も兼ねてね、楽しむことがまず第一だから。
で、なんか倒せない敵とか出てきたら、呼んでくれたらね、パンダ出場するんで、パンダ倒せなかったら、パンダ誰か呼ぶから、手伝い来てーっつって。楽しんでいきましょう。ではでは、まもなく5時間になるから、そろそろ今日の配信は終わろうかな。何か最後に聞いておきたいことありますか？まあ、明日も配信するから明日でも全然いいんだけど。山太郎さんお疲れ様です。大丈夫そう？若藤さんお疲れ様で、あ、大丈夫そうだね。了解了解。まあなんかあったらその都度聞いてください。明日は木曜日なんでね、ギルドイベントの狩猟の宴ってやつがあるのでね。またね、ちょっと違った風景が見れると思うので、ぜひお楽しみに。マネキンさんいた。マネキンさんお疲れ様です。ではではそんなところかな。パンダもあんまりね、説明がうまい方ではないので、できる限りわかりやすくね、こっそり裏の方で、なんかコツとかいろいろね、調べておくので、これしたらいいかなとか、考えとくんで、なんか聞きたいこととか、わかんないこととか、その都度言ってもらって、あとはなんかこう、見たいこととかやってほしいこともあれば、ぜひぜひ、次回の配信とかに活かさせてもらうので、よろしくお願いします。では、今日の配信は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の配信もよろしくお願いします。では皆さん、おつパンダでした。またね。お疲れ様。バイバイ。